ただいま戻りました。大したものだな。誉れある清流騎士団団長ウルフィリア・レイ。国の危機には間に合わず、全て終わった後にのこのこと。よくも帰ってこられたな。返す言葉もありません。ご丁寧に騎士団の一人は事前にやられているじゃないか。蓋を開けてみれば、ハンニバルの放棄はお前たちをおびき出すための陽動。本命はオートの真ん中でソウルドラゴンを復活させることにあったわけだ。まんまとはめられたってことだ。おまけに首謀者は逃亡中というじゃないか。無様としか言いようがないな。清流騎士団を束ねる団長にして天下一の鎧乗りと言われたお前が敵の策謀の手のひらの上か。申し訳ございません。この度の内乱は王を守護すべき清流騎士団団長である私の大いなる失策です。威信を取り戻すために邁進してまいります。やれやれ。そもそも王子の命令で遠方まで出張っておったというのにひどい言われようだわい。全て終わった後にか。結局ギルバート王を暗殺したラインスタッドは見つかっていない。一連の事件は王の暗殺より始まっている。その中心人物が見つかっていないままというのではな。濡れ衣だったんじゃないですか。だったら姿をくらます理由もない。そういえばクリスさんは謹慎させている。謹慎？どうしてですか？奴はソウルドラゴン討伐の際にあろうことか自警団に加わって行動したという。清流騎士団の一員が自警団ごときと共闘などあってはならない。騎士団のメンツを潰したゆえの謹慎だ。我らの留守に奮闘したというのに肉親だからといってちと厳しくないかの。それは関係ありません。おはようございます。でも、寂しいな。おはよう。あれ、ヤクモさん、どうしたんですか？いや、いつもの癖で朝食を取りに来てしまった。考えてみれば店はもうやっていないな。ええ、すいません。それでトワは何を？俺だけじゃ無理ですけど、またお店をやれないかって。そうか。私も何かあったら手伝うぞ。ヤクモさん。食べるの？食べるの？冗談だ。まったく。ああ、そういえばトワに用があったのだ。さっき食べに来たとか言ってませんでしたか？いや、トワを呼びに来たつもりが店の前に来たらすっかり忘れ食べに来た気になってしまった。すまん。しっかりしてください、ヤクモさん。それで用って？うん、大変なんだ、屋敷が。何の騒ぎだこれは。まさか借金取りとか？いやいや、とんでもない。ノイマンさん？なんで？名だたる貴族が次々に挨拶に出向いているみたいだね。ラインスタッドモーデってところかな。なんてったってこの町を救ったんだからな。父親の汚名を自ら注いだ女剣士、今や町のヒーローといったところか。やはり俺の目に狂いはなかった。君たちならやれると信じていたよ。自警団を許可するのだいぶ渋ってましたよね。そうだっけ？俺も一言礼を言いに来たんだけどね。今日のところは出直した方が良さそうだね。じゃあね。どうも
通してください。失礼しますよっと。いやー、こちらの家と我がランラバル家は長い長い付き合いでしてね。お父上に妙な嫌疑がかかってもそんなわけがないと私は信じておりましたよ。いやしかしお父上同様娘さんもなんと立派になられたか。父と娘によって2度もソウルドラゴンの脅威を阻止したラインスタッド家。今やその名声は世界に轟いておりますぞ。どうも、恐れ入ります。これからも何とぞ良いお付き合いを。では。ずっとこんな感じなのか？ああ、父さん。はい。いきなりいろんな方が訪ねてきて、面食らっています。だいぶ疲れてるみたいだな。あんなに人が来てたらな。ああ、いえ。それもあるんですが、マリスは、大丈夫なんでしょうか。大丈夫ってことはないでしょう。リディア様を復活させた張本人だもんね。重罪は免れないわ。でも、ちゃんと理由がありましたよ。理由があっても、やっていいことと悪いことがある。それは、そうですけど。そもそも、あいつはあんたを騙していたのよ。腹立たないの？立たないです。私にとっては、マリスは家族です。それは、今でも変わりません。結局私は、何も見えてなかったようです。マリスに頼ってばかりで。何を考えていたのか。頼もー！ゴルフィン！ロバート！レイチェル！参上！シェリー・ラインスタッド！見事な戦いぶりだった。さすがは我々のライバルといったところか。恐縮です。皆さんのおかげです。当然のこととはいえ照れるなあ。これからも切磋琢磨しながら戦っていこうじゃないか。ライバルとしてチェ、どいつもこいつもいい気なものだな。奴の父親の権威が晴れたわけじゃないのに。その権威を取ってあまりある活躍をしたんです。立派なものですよ。ってお前誰目線だよ。当事者の一人だろ。いや、俺はなんとなく手伝っていただけで、頑張ったのはシェリーですよ。よくわからんガキだ。そういえばグレンさんは今日はなんで？来ちゃ悪いか。悪くないですが。いや、まあ先日の件でな。はい。職務とはいえ俺もいろいろ言っちまったから一言。なんだ？いや、まあなんだ、すまなかった。そうだ、あの後マリスさんは？牢獄だ。お前もいただろう。取り調べには何も語らないらしい。そうですか。お前はいつまでここにいるんだ？別の世界から来たんだろ？さあってのんきなものだな。だって戻れないんだからしょうがないです。これだけいれば情も湧いちまうだろう。湧きませんよ、こんな怖い顔に。怖い顔とか言うな。俺に情が湧くって言ってんじゃねえよ。気持ち悪いな。ここの奴らにだ。そりゃあ
と開かないわけがないです。あなたあなた？誰ですか？俺の神さんだ。神さん？お母さん？アホか、ワイフだ。ワイフ？外では私のこと神さんとか言ってるんだ。家ではハニーって呼んでくれてるのに。え？こいつの冗談だからな。パパ？お父さんと呼べって言ってるだろ。あら、行くぞ。じゃあな。グレンさんのご家族ですか？みたいだね。お父さん、見つかるといいな。はい、お父様はきっと無事です。殺しても死なないような人でしたから。家族か。あれ、何をしているんだ？休業中なのですが、料理のデリバリーを頼まれまして。配達？あの店、そんなものもしていたんだ。いえ、本来はやっていなかったのですが、常連のおじいさんが腰を痛めて動けないということでお届けしてるところです。そういうの俺に任せてくれたらいいのに。ありがとうございます。でもトアさん、まだこの辺の地理に不慣れじゃないですか。それは確かに。ただ困ったことにですね。私もこの辺は不慣れなのですよ。ありがとうね。またお願いするよ。はい、ありがとうございました。ギリギリセーフだったな。そうですね。正直トアさんがいなかったら無理でした。何か声が聞こえましたか？そうだな。今の声は猫さんです。捨て猫かな。みたいですね。困りました。ラインスタッドの家訓なんです。猫は大事にすべしという。じゃあ屋敷に連れ帰って飼ってあげるとか。でもうちは猫を飼ってもいけないんですよ。どうして？猫は大事なんだろう？ラインスタッドにとって猫は神様ですから、ペットのように屋敷に置くのは失礼に当たるんです。難しいんだな。でもこの猫だいぶ人に懐いているみたいだな。野良として生きるのは難しいかも。俺が面倒見てもいいけど。シャムレットはダメですよ、さすがに。まあそうだよな。ルーやヤクモさんじゃ屋敷で飼っているのと同じだしな。猫！駅長さんじゃないですか。どうされたんですか？苦手なのですよ、猫が。あれ、猫ですか？かわいいですね。
それがなるほど。では飼い主が見つかるまで私が面倒を見ましょうか。シェリーさんにはいつもお世話になっていますしね。それは本当ですか？ありがとうございます。よかったな、猫さん。なあ、シェリー。父さん、いらしていたんですね。どうしましたか？シェリーの剣ってどこで学んだんだ？これはお父様に教えてもらったんです。それまで裏の森で駆け回っているだけだったんですが、ある日お父様がそこにやってきて。シェリー、剣を持て。ラインスタッドの跡取りである以上、使用人や家を守るために戦わなければならない時が来るかもしれない。だからシェリーよ、剣を持て。お父様に遊んでもらうことはなかったので嬉しかったです。そうです、あの頃は遊んでるものと思っていましたので楽しかったんです。お父様の訓練もそう大変なものじゃなかったですしね。こうやってお前に訓練をつけておいてなんだが、シェリー、俺はどうやって強くなるかは知らない。俺は才能だけでやってきた男だからな。お前には俺と同じで才能がある。だからまあ適当にやっていれば大丈夫だろう。ただ才能だけじゃどうすることもできない敵が現れるかもしれない。その時どうしたらいいんでしょう？さあな、俺が教えてほしいぐらいだ。それは自分で見つけろ。そしてそれを見つけるためには日頃から己を磨いておくしかないのだ。要するに才能があろうが訓練は必要ということだな。それでどういう訓練をしたらいいのですか？それはわからん。考えてみればろくに教えてもらえていないような。でも、それだけ強いってことは、やっぱり才能があるんだな。いえ、無我夢中ですから。訓練が楽だったって話だけど、具体的にはどんな訓練だったんだ？軽いものです。1日素振りを2000回、休憩の瞑想を挟み夜まで振り続けていました。晩ご飯を食べたらお父様と模擬演習です。ああ、それ軽いか？はい、おそらく。ん？あれは。なんだろう。気になるな。図書館？そろそろ声をかけるか。ルー。何よ。いや、何をしているのかなって声をかけただけだよ。そう。あ、そう。
ルーは何を読んでたんだ？私は、あれよ、これよ。これって、子供ができたら知っておくべき親の心得。まさか、そういう予定が。いつかはそういうことだってあるかもしれないでしょ。だから予習っていうか、私は何事にも備えるたちなのよ。わかる？ああ、わかった。それじゃあ私は行くから、あんたはゆっくりしなさい。なんだ、小説じゃないか。必死に隠すから怪しいものを読んでいるのかと思ったけど、普通の小説みたいだな。真夜中のキスをあなたに、か。こちらは、当館の本ではございません。どちらかで購入されたものではありませんか？え？よああ、いらっしゃい。う、ルーはミルクが好きなんだな。別に好きってわけじゃないわ。私はただなんでもないわ。ああ、そうか。あ、そうかって何よ。今失礼なこと考えなかった？いや、何も考えてないぞ。俺の世界ではミルクをたくさん飲むと背が高くなるっていう話があるんだ。そうなの？別に私背が高くなりたくて飲んでいるわけじゃないわよ。わかってるよ。じゃあ何なのよ。なんか意味深にこっち見て。いや、ちょっと思い出してたんだ。何を思い出してたのよ。言ったら怒る気がする。怒るようなことを思い出してたの？何よ。いや、だから言ったら怒るから。言わなくても怒るし、言っても多分怒るわ。ひどい選択肢だ。まあ多分ってことは言う方がマシか。まあなんというか、うちの妹がさ、発育が良くなるからって一時ミルクをたくさん飲んでいて。どんな記憶を私に重ねてるわけ？私はそういうのじゃないって言ってるでしょうか？うわっ！いや、そういう意味じゃないけど、なんとなく思い出したから。なんで私を見てそんな記憶を思い出す？言っておくけど、胸が大きくなると思って飲んでるわけでもないからね。でも好きでもないし成長したいためでもないなら、なんでいつもミルクを飲んでるんだ？それは送られてくるからよ。え？ここの郊外にうちの家が出資してる牧場があってね、そこを経営している人が律儀に私に送ってきて、さっさと飲まないと腐るでしょ。だから必死に片付けてるの。
ああ、ルードの。しかし、以前私に聞いたのは何だったんだ？ヤクモさんは、たくさんミルクを飲んだんですかって。あ違うって言ってるでしょ。まずいことを言ってしまったかな。いや、いいんじゃないでしょうか。行くぞ、トワ。何ですかいきなり。話は後だ。ついてきてくれ。行くってどこにですか？トワの力を借りたい。私だけではどうしようもなくてな。ヤクモさんだけではどうしようもない。一体何が？説明は後でする。今は急ごう。早くしないと取り返しがつかなくなる。はい。それで俺たちはどこに？一体どんな強敵が？ああ、私たちはこれから焼きそばパンを手に入れるのだ。焼きそばパンを手に入れる？知らないのか？焼きそばパンというのはパンに焼きそばを挟んだ。いや、知ってますが、全く同じものが俺の世界にもありますから。うん。センターストリートの惣菜屋で絶品の焼きそばパンがあるんだが、とにかく昼に売り出されてから一瞬でなくなってしまうのだ。街中の食いしん坊が昼になるとその店に集結して激しい争奪戦が繰り広げられる。そんな学食の争奪戦みたいな。すでに人だかりが出遅れたか。これじゃあ店の中に入ることもできませんね。成功法では無理と見た。私は行くぞ。俺はどうしたら？任せる。任せると言われても。空中戦だ。俺は飛べる。何をしているんだ。頑張ってくれただけでもありがとう。ヤクモさん、何をしてるんですか？素振りをしていた。川から吹く風が気持ちよくてな。ちょっと鍛錬に励んでいた。そうですか。そうだ。少し相手になってくれないか？いいですよ。はっ！やっ！はっ！ありがとう。すっごーい。お姉さんのやり方がなんかかっこいい。ねえねえお姉さん、僕たちに剣術を教えて。いや、私はそういうのは。教えて教えて。しょうがないな。少しだけなら。もっと腕を締めて。指先には力を入れすぎない。こうかな。上手だ。おい、そこの女。うちの門下生を引き抜いてんじゃねえよ。営業妨害か？あれは？いつも教わってる先生。ふむ。
どういうつもりだ？おい、うちの門下生を横取りしようってか？失礼。そんなつもりはない。ただ、子供の純粋な興味は無下にはしたくない。なんだと？やっぱり引き抜くつもりじゃねえか！何と取られても、私は構わないが。じゃあ、こいつらにどっちが強いか見せてやろうじゃねえか。俺と勝負しろ。いいな。いいな。子供の前で、無益な戦いをするつもりはない。はは鍛錬では様になっているようだが、実戦で剣を使う自信はないようだな。そんなところだ。剣はダンスとは違うんだよ。見栄えだけの剣なんざ、子供に教えるのはやめるんだな。使い物にならない。ふぬけ剣士が育ってしまうだろう。まったくだな。おい、あんた。ああ？なんだよ。ヤクモさんは、お前よりずっと強い。なんだと？とは、いいだろう。なら、戦って証明してみせろ。とわがそこまで言ってくれたのなら、私もやらなければならないな。相手になろう。女だからって、容赦しないぞ。そうしてくれ。では。いつお前、卑怯だぞ。勝負はまだ。お前は剣を抜いた。その時点で勝負は始まっている。お姉ちゃんすごい。全然見えなかった。くそ。剣を手品か何かと勘違いしてやがる。覚えてろよ。やれやれ。少し騒ぎになってしまった。他に行こう。はい。は、とわか。何か事件についての資料を集めているのか？僕がいつでも仕事しかしてないと思わないでほしい。今は趣味の時間だよ。趣味？じゃあ、趣味で読んでる本なのか？それは。そうだよ。30画館の殺人？これって、もしかして推理小説？仕事でも推理して、趣味でも推理するのか。マニアというかなんというか。いいじゃないか別に。俺にも何かおすすめがあったら教えてくれないか？そもそも君、どういう本を読んでるの？いや、俺は。推理小説とか。君、推理小説読むの？ああ、ちょっとは。どういうの？いや、そりゃこっちの世界とは違うから、神は知らないだろうけど、そしてみんないなくなった、とか。なんだい？その好奇心を刺激するタイトルは。どういう本なんだろう？いや、ある島で。待って、言わないで。ネタバレを聞きたくない。いや、でも、君の世界の本なんだよね。どうせ読めないか。君、覚えてる限りでいいから、
話を書き起こしてくれないか？できるだけ原作に近くして。無理だよ。そうだよね。いっそ内容を知りたいけど、いつか読める時のために知りたくない気もする。悩む。俺も何か読んでみようかな。こっちの推理小説。本当？僕のおすすめとしてはね、この辺かな。おう、ありがとう。落ち着かない。どうしたんだ？とうか。いや、ちょっとね。あれ、そういえば、帽子はどうしたんだ？昨日風に吹かれて飛ばされて、なくしたんだ。そうなのか。神といえば、帽子と言っても過言ではないくらいなのにな。いや、そこまでは。僕の存在って、ほぼ帽子なの？でも確かに、外で帽子をかぶってないというのは、落ち着かないんだ。なんで？なんというか、こう、丸見えという感じじゃない？そう言われても、帽子かぶってない人の方が多いじゃないか。普通の人はいいよ。僕は職業柄、敵が多いからね。こう、丸見えというのが、危険な気がするんだ。考えすぎだと思うけどな。それなら帽子を探そうか。手伝うよ。風に飛ばされたものだからね。近辺を探しても見つからないだろう。新しいのを買ったっていいんじゃないか？そうだね。でもあれは何か大事な思い出とかあるのか？フィット感とかすごくいいから。そうか。もらい物だしね。同じものは探しても手に入らない。とはいえ、ないよりはあった方がいいのは確かだよ。なあ、警察に行ってみたのか？警察？誰かが拾って届けてるかもしれないじゃないか。盲点だった。帽子ですか？届いてますよ。おお。いろいろ考えすぎて初歩的なことを忘れてしまう。一つ勉強になったよ。今日はありがとう。いや、親切な人がいるものだな。誰が届けてくれたの？ええ、それなら確かラインスタッド家のお嬢様ですよ。シェリー、帽子を拾ってくれてありがとう。でもどうして僕に渡してくれなかったんだい？そういえば見覚えがある気がしてましたが、カミュさんのでしたか。やれやれ。でもありがとう。お前はとは何をしている？どうも。ああ、
仕事中ですか？いや違う。今は休暇中だ。休暇中。最近重要な仕事が続いたからな。しばらく体を休めろという命令だ。体を休めと言われてもな。常に何か任務をこなしていたからな。何もするなと言われて途方に暮れていた。好きなことをしたらいいじゃないですか。せっかくなら。好きなことか。なんだろうな。休暇というものの使い方がよくわからん。とは、お前はどういう風に過ごしている？休暇を。俺は。寝ています。うん。休息を取るのは大事だな。私も昼過ぎには短いが仮眠を取るようにしている。そうすると頭が冴えて昼からの行動にもプラスが多いからな。そうですよね。とにかく休暇と言われても何をしたらいいのかわからないんだ。普通の女の子がしてるようなことをしたらいいんじゃないでしょうか。普通の女の子がしてること？それはどういうのだ？それは。お金を稼がないと。さあ、喧嘩よ。喧嘩するわよ。焼きそばパンをもう一個。事件の匂いがする。ねえねえ、新しくできたあのお店行った？行った行った。ラズベリーケーキがすっごい美味しいんだよね。例えばケーキを食べに行くとか。ケーキだと？嫌いですか？嫌いというか、ケーキなど食べたこともない。一度も？一度もないな。なんで？そもそもなぜ食べる必要がある？あんな効率の悪い食べ物。糖分の補給ならもっと効率のいい摂取の方法がある。あんな無駄だらけの食べ物必要ない。いや、なんていうか気持ちが楽しくなるというか。お前はそうなのか？ケーキを食べると楽しくなるのか？ことさら楽しいわけじゃないですけど幸せにはなりますよ。ケーキを食べて幸せ？わからん。クリスさんは何をしたら幸せなんですか？強敵と相まみえている時だな。そうですか。今は休暇中なんですし、もっと他にないですか？それがないから困っている。もうこんな時間か。トアと話しているうちに少しは時間が潰せたようだ。礼を言う。いえ。ああ、トアか。何をしてるんですか？まあ、ふらふらとな。そうだクリスさん、今シャムレットを再開するための準備をしていて、調理がうまくできてるかわからないからヤクモさんに食べてもらったりしてるんですが、今日は見かけなくて、よかったら食べてもらえませんか？悪いが、私はみだりに外で食事はできないんだ。なんでですか？拾い食いしてお腹を壊さないように。そういう低レベルな話じゃない。レイ家には教育係のようなものがついている。そのものによって意味の食事も徹底的に管理されている。徹底的な食事の管理。アスリートみたいなんですね。アスリートとは何だ？いろんな意味がありますが、スポーツを生業にしている人たちのことかな。スポーツというと玉蹴りとかかけっこのことか。まあそうです。それを生業にしている者がいるのか？いますよ。それはなんていうか平和だな。そうなんですかね。
クリスさんはスポーツってしますか？例えば、球技とか。訓練の一環としてたしなむぐらいなら。そうだ。じゃあ少しやりませんか？バスケットって知ってますか？バスケット？このくらいのスペースがあればできそうだな。あった。ちょっと待っててくださいね。シャッと。こうやってボールをあの輪の中に入れるんです。そしたら得点です。それで多く得点を取った方が勝ちです。なるほど。互いに相手が入れるのを阻止するわけだな。そうです。つまりボールの取り合いが肝ということだな。どこまで本気で奪い合う？腕の一本ぐらい落としていいのか？いや、暴力はなしです。しかし暴力なしでは抱え込んだボールの取りようがないぞ。ですね。こう、ボールをドリブル、弾ませて、移動しないといけないんです。細かいルールは、やりながら説明します。だいたい要領は分かった。やってみようじゃないか。本当ですか？やられた。これで5連続ゴールだな。こうして命のやり取りとは無関係の勝負というのもいいものだ。勝っても負けても後腐れがない。そうですね。それがスポーツのいいところですよね。よかったらまたやりましょう。ああ、そうだな。よく来たね。依頼を受けてくれるのかな？その依頼を受注するかい？たびたびありがとうございます。オーランドです。もしかしてまた現れたのですか？2度あることは3度あると申しますか。また森で賊の被害が発生しました。まだ残党がいるということか。キリがないね。おそらくどこかに拠点があると思うのだが、そこを潰すしかないようだな。実はですね、盗賊団の根城を突き止めたのです。どうやって？この前現れた盗賊が地図のようなものを落としていったのです。地図？なんかあからさまに怪しくない？これを落としていったと。敵の本拠地に乗り込むことになり、どれだけの残党がいるかわからないですが、激戦になるのは必至です。そんなご依頼を受けてくださるなんて、やはりいろいろ責任を感じていらっしゃるのですね。いろいろと突っ込みどころが多いが。いいじゃない。罠か何か知らないけど言ってやろうじゃないの。そうですね。行ってみましょう。あれ地図によるとこの辺みたいだね。だわね、ラインスタッド自警団。私は紅のアマンダ。ここらの賊を仕切っているわ。女が棟梁だったの？観念してください。もうあなたたちは逃げられません。観念するのはどっちだろうね。本拠地に誘い込むために餌をまいてやっただけだわ。お前らやっておしまい。なんだか照れますね。
ですかこれ。別にあんたのことなんか。やったわ。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだけど。当然私よね。却下よね。一緒だね。バカな、この私が。頼みがあるの。私の部下は見逃してやってくれ。何？すべて私の命令でやったこと。こいつらはいやいや従っていたんだ。お頭、そんな俺たちのために。あんたって人は。いいんだよ。こんな私についてきてくれてありがとよ。なんと、そういうことでしたら、他の人たちのことは見なかったことに。アホか。何下手くそなお涙ちょうだいに乗せられてるのよ。そりゃあこいつの命令でやったんでしょうけど、他の奴らもただの盗賊よ。見逃していいわけないでしょ。この者たちは一人残らず捕らえないと、また新たな棟梁を名乗る者が現れて終わりがないぞ。なるほど。言われてみたら確かに。なんと盗賊団の拠点を制圧されたと。さすがラインスタッド様、これで安心して過ごせます。これはお礼です。こんなにいいんですか？ええ、最初はなんだかんだ言ってもラインスタッド家にも責任があるし、なんなら裏で賊と通じてるのではと疑っていたんですが、これほど真面目に取り組んでいただけるとは思いもしませんでした。貧銀なようですごい物言いだよね。いいじゃないですか。町長さん、また何かあったら連絡をくださいね。さすがラインスタッド自警団、依頼達成だ。やあ、自警団活動かい？精が出るね。その依頼を受注するかい？よ、来てくれたか。以前お前らにレストレードの相手をしてもらっただろ。その後何度か起動テストをしたんだが明らかに性能の向上が見られるんだ。結果は上々ってことで、さらなる強化のためにお前たちに力を貸してほしい。グレンさんは結構レストレードのこと気にかけていらっしゃるんですね。あ、俺は別にそういうのじゃ。世にツンデレという乙女あり、気持ちとは裏腹に。誰が乙女だ。俺は捕まえるのは好きだが、その後の管理は大嫌いなんだ。
問題発言。捕まえたやつの管理まではあんまり興味がないからな。こいつらに任せられるなら一番だろ。ということで今日も頼んだぞ。よろしくお願いします。承知した。これはどうだ。手応えありました。ビルはっとはっといけます。ビルいけます。やっこれは手応えありました。参ろうか。参ろうか。これは答えありました。遅い。準備万端です。これは聞いただろう。これは聞いただろう。覚えてません。これは聞いただろう。行きます。やっ参ろうか。これはどうだ。手応えありました。これは聞いたぜ。準備万端です。ごめん。おっと行きます。手応えありました。参ろう。参ろう。手応えありました。やっこれは聞いただろう。準備万端です。なんだ。これは聞いただろう。行きます。参ろうか。参ろうか。やったー、強くなりました。何ですかこれ。よし、ありがとう。これでまたテストしてみるぜ。そもそもなんでグレンさんがレストレード担当みたいになってるんだろう。面倒見がいいんですよ。部下の面倒をちゃんと見ろって。さすがラインスタッド自警団。依頼達成だ。よく来たね。依頼を受けてくれるのかな。その依頼を受注するかい？本日は僕の依頼に応じていただき、誠にありがとうございます。ホールデン・グッドワイルドと申します。実は最近、貴族の家を襲撃して回っている族がいるんです。そいつは何を取っていくわけじゃないんですが、とにかく自警団に喧嘩をふっかけて倒していくのです。族は襲撃する家に事前に果たし状のようなものを送りつけるのですが、とうとう我がグッドワイルド家にも
その果たし状が。物取りじゃないんだね。道場破りみたいなものか？ちょっと気になるんだけど、あんたも自警団に所属してるじゃないの。グッドワイルド家、自警団の目録で見たことがあるわよ。ええ、所属はしていますが、活動はあまり。じゃあ今こそ自警団として活躍するべき時じゃないの？自警団が自分を守ってくれと依頼してくるなんてあり？でも他の自警団も屋敷を襲撃されてコテンパンにされてるんです。僕なんかじゃ。はあ？何そのふぬけたセリフは！いいじゃないですか。私たちを頼っていただけるのでしたら嬉しいです。果たし状によれば今日そいつはやってきます。わかりました。任せてください。さて、本当に来るのかな？来たようだな。あなたは誰ですか？君が予告状を出したのかい？はい。強いぞこいつ。よろしくお願いします。当然私よね。はいっちゃまだやりました。避けられますか？当たって早くぶっ壊れなさい。とどめよ。叩き潰す。飛びなさい。行きます。終わりなさい。まだまだ。叩き潰す。この手がもう止まりません。答えありました。早く終わりなさいよ。やったー！強くなりました。何ですかこれ？待ってください。取り逃がしたか。ホールデンさん、ひとまず今回は追い払えたみたいです。でもまた来たらどうしましょう。また予告状が来たら声をかけてください。はい、その時はお願いします。自分でどうにかするという気構えはないのだな。ええ、だってすごく強そうでしたよ。それはそうだが、さすがラインスタッド自警団、依頼達成だ。やあ、自警団活動かい？精が出るね。その依頼を受注するかい？この依頼は永井十和様お一人を指名されているようです。俺を指名？ええ、依頼主は闘技場の司会者フランシア様という方です。闘技場？トワさん、お久しぶりです。いつかの闘技会で司会をしていた。ええ、フランシアと言います。どうも。それで依頼っていうのは？はい、ご説明しますね。トワさんは以前の闘技会で無名ながら大いに善戦されました。ファンの間では新たなグラムの誕生だと噂されているんですよ。そんな噂が？いや、クラムさんみたいにはとても。とにかく
元締めだったグラム様がいなくなってここの経営も立て直している最中です。そこであの闘技会で人気を博したトワさんが参加してくれたらさぞ盛り上がるはずと。新しい経営陣は白羽の矢を立てたわけですね。以前の大会は理由があって参加しましたけど、俺本来はこういうのは。報酬も弾みますから。ちなみにどれくらい？これくらい。こんなにシェリーの助けになるかもしれないな。わかりました。やってみましょう。本当ですか？では早速頑張ってください。早速ですか？はい、早速です。さあ、皆様お待ちかねの戦士が闘技場に帰ってきました。先行のクラリアスを操る異世界の戦士、サガイとは。待っていたぜ。負けるわけにはいかないな。なんとか勝った。また参加してくださいね。闘技会ってしょっちゅうやってるんですか？しょっちゅうやってますよ。さすがラインスタッド自警団、依頼達成だ。やあ。どうも。修練所の教官にだいぶ怒られてしまいまして。なんで？弱いやつはただ死ぬだけじゃなくて仲間も危険にさらす。いつまで経っても弱いお前は仲間のために修練所をやめた方がいいと。随分な言いようだな。でもきっと事実です。教官の言う通り、いくら頑張ったところで弱いままなら私には向いてないのかもしれません。でも私は頭がいいわけでもないですし、剣の腕だけでも鍛えないと本当の役立たずです。頑張らないと。あ、そういえばいつも私の話ばかりしているような気がします。そうかな。私は別に誰にでも身の上話をペラペラ話すわけじゃないんですよ。ただあなたはすごく話しやすくて。すいません。どうでしょう。今夜はあなたの話を聞いてみたいです。俺のことを話すとややこしいというか。ややこしい？遠い世界からいらしたのですか。にわかには信じられませんが、そうなのかもしれませんね。帰ることができるといいですね。
きっとご家族が帰りを待っています。そうかな。そうですよ。私には2人の兄がいました。とても腕が立つ、私なんかよりもよほど強い2人でした。征伐隊として遠征したきり帰ってきません。征伐隊？父も母もずっと帰りを待っています。もう何年も帰ってきません。そうなんだ。兄が遠征に出かけた年齢に私もなろうとしています。大きくなったら私も兄のように強くなれると無邪気に信じていました。でも現実は全然違うのです。いつの間にか自分の話をしていました。すいません。いいよ。よくありません。あなたの話も聞きたいです。そうだ。この前妹がいるって言ってたけど、俺にもいるんだ。そうなんですか。どういう方ですか？君の妹と同じで勉強はできるな。ご立派ですね。でも頭はいいはずなのに、どこかずれてるというか、危なっかしいというか。うちの妹もそうです。頭はいいのにどこかずれてるんですよね。へえ。服のセンスとかも黒が好きで、それだけならいいんですが、魔女みたいな服ばっかり選ぶんです。一応王家にも連なる由緒ある騎士の家なので、両親はだいぶ困っています。それでも妹は才能がありますから、好きにやっているようです。私はそういうのはあまり気にしたことがないので、同年代の友人から買い物に誘われたりしますが、武器とかそういうものばかり目がいってしまってあなたと話してるとなんか元気が出てきました。こんなことでへこたれていてはいけません。頑張ります。そうか、よかった。ありがとうございます。俺は何も。じゃあね。はい、おやすみなさい。ランスロットさん。少年、いるなら声をかけないか。すいません、なんだか忙しそうだったんで。別に忙しくなんてないランスロットさんってかっこいいですよね。なんだいきなり。なんかおしゃれですし。まあその辺にはだいぶ気を使っているからな。モテるんでしょうね。言うほどじゃない。好きなメス猫の種類とかあるんですかね。誰がメス猫と付き合うか。でもじゃあ人間の女性に？無論である。我が輩はこのような姿をしているが猫ではない。そうなんですね。君こそいろいろな女性に囲まれているようだが、好みなどあるのか？好みか。なるほど。まだまだ尻の青い男の女性感ではあるが、わからないではない。甘酸っぱ
甘酸っぱい。少年よ。意中の女性と仲良くなりたいなら、1にも2にも包容力である。包容力。あとはなんというか、女の想像力を刺激することだな。想像力を刺激？女性というのはいつも本質は見ていないのだ。いつでも目の前に自分のおとぎ話を展開して、それを通して世界を見ているだけなのだ。そのおとぎ話に付き合って、男は自らに想像させる余地を残さなければならん。想像させる余地を残す。物語的な男になれということだ。わかりません。なんか難しいですね。少年にはまだ早いだろうな。そもそも女性の尻を追いかけるのは100年早いわ。まずは強くなることだ。色恋を語るなど10年早いわ。いや、この話を始めたのはランスロットさんですが、あと100年早いんですか10年早いんですか。シャーラップ。そういう細かいところに突っ込んでるとモテないぞ。はい。このグリム戦記ってタイトルの本って続きがあったりしませんか？こちらの続きですか。少々お待ちを。こちらは続編はないようです。そうですか。オタク、何を調べてるの？その本、グリム戦記を熱心に読んでただろう。まあ。それの続きが読みたいのか？でも、続きはないそうです。いや、あるぜ。言っておくが、王国に管理されたこの図書館の蔵書じゃ、真実なんて知ることはできないぜ。その本は表向き、その一冊で完結していることになっている。だが実際は、まだ完結していないんだ。ちゃんと続きがあるんだよ。だがそれは、表には出回らなくなってしまった。興味があるなら、今度ダウンエリアの古本屋を訪ねてみろ。それじゃあ、俺はこれで。はい、お疲れ様です。トワさん、ありがとうございます。うん。あのくらいお安いご用だよ。いえ、それだけじゃなくて、いろいろと、ありがとうございます。なんだよ、改まって。トワさんと会った時は、屋敷は盗賊の根城にされて、貴族の位も剥奪されかかっていました。それが、ここまで家を再興できました。そうだな。本当に、ありがとうございます。いや、シェリーが頑張ったからだろ。はい、そこそこは。いや、頑張ったと思う。どれくらいでしょう？どれくらいって。こんなに頑張ったと思う。そんなにやめてください。恥ずかしいです。いや、頑張ったよ。そんなことはないです。勘弁してください。でも結局肝心のお父様は帰ってきませんでした。あの黒い鎧はマリスでした。マリスはお父様から少し剣の手ほどきを受けていましたから。それで、でもマリスも
何も知らないようでした。頼りがないのは無事の知らせってな。これだけ色々あったのに手がかりも見つからないとなると、どっかでのんびりとしてるのかもね。そうですね。そのうちなんとなく帰ってくるかもしれませんね。それまで私が家を守ります。それでトワさん、私迷ったんですが、覚悟を決めて言います。何？トワさんを、私はトワさんをああ。元の世界に戻してみせます。ああ、元の世界ね。そうだな。何か手がかりはないんでしょうか？リディアさんを倒したあの時、何かの力が発動されるのを感じた。それで駅で光の列車に乗ったんだ。それで帰れると俺の中では確信があった。だけど帰れなかった。何かが足りないんでしょうか？明日皆さんを集めて相談してみましょう。トワが帰る方法か。トワの鎧の力だとしたら、魔力を得て鎧の力を発揮すれば何かが起こると思ったけど、ソウルドラゴンが宿していた力を得て、君のクラリアスはその力を発揮した。でも帰れなかった。それじゃあ足りないってことか。そうですね。なんでグレンさんまで？いや、ジョーちゃんから相談があるって言うから来たんだよ。俺は今日非番なのによ。それはすいません。ご足労をおかけしました。もうさ、え？ずっといたらいいんじゃないの？ルー。いいんじゃない？君、助手としてなかなかやってくれて助かってるし。トワの味噌汁を毎朝飲みたいな。ありがとう、みんな。いや、私は。いや、俺はそんなんじゃねえっての。ただグレン殿、せっかくルー殿がツンデレしてる時にキャラをかぶせるのは良くないな。何の話だ？俺は別にツンデレなんて。ほら、それはルー殿のセリフだと言っている。うるさいわね。私そんなんじゃないし。そういうの。何がそういうのよ。でも帰らないといけないんだ。トワさん、探しましょう。トワさんが帰る方法を。その鎧の力に秘密があるのは確かなのだな。一体何なのだろう。クリス殿を裸にして、グラムを裸にして。いや、グラムさんはそもそも半裸だったんじゃ。やっぱり、いやらしい力かなと、思ったのですが、トワさんですし。トワさんですしってなんだ？シェリーの中で俺ってどういうキャラなんだ？それは、おいそれと口には。おいそれとは口にできない？ソウルドラゴンとの戦いでは、バリアを剥ぎ取るのが精一杯で、裸にはできなかったということではないか？なるほど。そう思うと、辻褄が合います。けど、いやらしい力と、トアがこっちの世界に来た原因と、繋がらないね。トアがいた世界がよっぽどいやらしくなかったとか？この世界って、いやらしいの？議論が煮詰まってきているようだが、その、いやらしい力じゃないという方向性はないかな。トワさんから、想像するのが、難しくて。俺って何なんだ？やっぱり、
いやらしい力なのかな。年頃の男子ならしょうがないことだ。いや、ちょっと待ってよ。いくらトアがスケベだからって、リディアと戦っている時までそんな妄想。いや、あるかもしれない。トアなら。いや、やっぱりないよ。俺はそんなんじゃない。自分で認めかけてたんでしょ？単純にこう、魔力を無効化してる、みたいな。クリス殿が裸になる理由が思い当たらないな。そこがネックだな。あの人がまとってる服って、魔力で服に見せてる幻とか。なんでそんな意味のないことするの？変態なの？時間に関係しているんじゃ。時間に関係？ああ、そうなんだ。俺は、グラムさんの過去の姿を写真で見ていた。それで、その頃の姿に戻したんじゃないかって。戻したって、とんでもないことだけどね、それ。うん。そしてこの前、ソウルドラゴンと戦った時は逆なんだ。逆？時間を進めた。オスカーさんの言葉を思い出したんだ。勝った要因があるとしたら、向こうが根負けしたんだって。あの結界には、限界があるんじゃないかって思ったんだ。それで。なるほど。時間を進めることによって、ソウルドラゴンの魔力は尽きた、と。うん。となると、クリス殿は？いや、実は、戦う前に着替えているところを見てしまって、それで、無意識に、その姿に。あんた、戦いながら何を考えているの？ごめん！時間を操る鎧。確かに、一連の不思議な力には、それで説明がつく。だとすると、トアは、過去か未来からやってきたと？そうかもしれない。この世界は、俺がイメージする過去の世界に似ているところもある。もう、考えてても拉致が開かないわ。戦ってみようじゃないの。いきなり自分のストレス発散を挟んでこないでくれ。半分はそうだけど、半分は違うわ。それで、あんたの力が何なのか調べるのよ。ルー殿が戦いたくてうずうずしているように見えるが、私もその案に乗った。面白そうだ。ヤクモさん。話は分かったよ。それで、誰と戦うと？私。というか私たちと。何それ？どういう流れ？一理あるな。今までトワの力が発動したのは、窮地に陥った時ばかりだった。みんなでトワに襲いかかれば、なかなかの窮地になるだろう。いや、待ってくれ。窮地が過ぎるんじゃ。大丈夫、大丈夫。訓練だから。くだらねえ。俺は帰るぞ。ここがラインスタッドのこんなところに私は何をしに来たんだ。奴が出入りしているから。だからなんだ。だから私は、そうだ、私は奴に復讐を頼もう。クリスさん、いいところに来てくれました。手伝ってください。何？手伝うだと？私はそんなつもりで来たわけじゃ。お願いします。しかし、何をしろと？トワさんと戦ってください。
面白い。喜んで手伝おう。負けるわけにはいかないな。待ってくれ、これはさすがに。実に興味深い。いい声で泣いてくれ。これもトアさんのためです。そうそうトアのため。致し方なし。しょうがないな。待て、だいぶワクワクしてないか。そこか。いいぞ。はあ、死ねろ。殺せ。そこか。いいぞいいぞ。はあ、切るのか。いいぞ。はあ、切るのか。はっ負けだ。当てよ、舞い上がれ。いいぞいいぞ。そこか。いいぞ。はあ、追いかける。飛べ。いいぞ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 。はあ、まずい。切るのか。追いかける。飛べ。はあ、当てよ、舞い上がれ。そこか。いいぞ。はあ、切るのか。はっこれはまずい。切るのか。痛い。飛べ。飛べ。いけません。はあ、いいぞいいぞいいぞ。はあ、切るのか。いいぞいいぞいいぞ。はあ、いいぞ。当てよ、舞い上がれ。とどめや。はっ切るのか。切るのか。これからです。いいぞいいぞいいぞ。はあ、はあ、やーっと。いいぞ。はあ、い
飛べ飛べひるんだかいません。やーしまった手応えありました。見えたやーいけ待て、これじゃ俺が瞬殺されて終わりじゃないか。それなりにピンチにならないと意味がないじゃないか。そこ切る。これはまずい。とどめよ。ひるんだかいけやるじゃないの。とどめよ。とどめよ。見えたとどめよ。ひるんだか飛べやるじゃないの。せいやとどめよ。そういうレベルじゃないだろ。瞬殺だこれじゃ。何人かはこっちについてくれるとか、もう少しバランス取らないか。それじゃあ戦力がほとんど変わらなくなるよ。飛べ
飛べ。見えた。飛べ。畳みかける。負けだ。飛べ。力不足のばかり。よし、成長を感じる。やったぞ。すごい。全員でかかってもトワさんをピンチに追い込めませんでした。ここまでとは恐れ入ったとは底知れないやつだよ、君は。やるじゃん。見直したわ。この力興味深い。では2回戦と行こうか。なんで？まだ何もわからないし。さすがに無理。じゃあこうしましょう。一人だけ味方につけていいわよ。いや、そうは言っても。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。やっと見えた。飛べ。ひるんだ。いつでも呼んでくれ。もう一丁。ありました。いけます。まだだ。ありました。飛べ。いけます。飛べ。畳みかける。飛べ。いきます。いけるよ。何も言えない。なんとかって手は回りました。避けられます。まだだ。飛べ。飛べ。せいや。飛べ。いきます。やっやっ手応えあります。切る。もう一丁。畳みかける。ごめん。いざ。準備万端です。いきます。これはまずいな。やっなんだこの攻撃は。いつでも呼んでくれ。もう一丁。もっといけます。いざ。い
こいっちゃう。準備万端です。当てよ、舞い上がれ。仕留めるのが急所だね。見えた。はあ、切るんだか。飛べ。手応えありました。いけるよ。まだだ。飛べ。飛べ。はっ、飛べ。やってます。はっ。はっ。やっ。避けられますか。やっ。はっやっ。しょっ疲れた。まだだ。手応えありました。飛べ。飛べ。まだまだ来ます。いけるよ。まだだ。手応えあります。負けだ。頑張ります。いつでも呼んでくれ。やったー、強くなりました。何ですかこれ。戦ってみたが、結局あんたの力が何なのかわからないわね。まあ、結局みんな相手じゃ命の危険を感じようがないしな。もっと思いっきりやる？もう無理。お父さん、いいところに。すみません、ちょっと手伝ってもらえますか？掃除をしてるのか。いいよ。どこを掃除すればいいんだ？いえ、この脚立を押さえておいてください。脚立？ああ。ここに登って拭きたいところがあって。これは肖像画？ええ、私の祖父ということになりますね。シェリーのおじいさんか。どういう人なんだろう。実は会ったことがないんです。私が生まれた頃にはもう亡くなられていたらしいので。病気か何かかな。血糖で亡くなったらしいです。血糖？祖父の時代にはまだ血糖ってあったんですよ。血糖か。貴族としての誇りを傷つけられた時、誇りを取り戻すために
相手に決闘を申し込む権利があったそうです。その決闘のために命を落とす人もいたらしいんです。もしかしてシェリーのおじいさんも？はい。誇りを取り戻すために決闘を挑んだんだ。いいえ、違います。あれ？言いづらいんですが、人様の奥方に手を出したとかで決闘を申し込まれ、その時の傷が元で亡くなったそうです。奥さんを早くに亡くして男やもめで寂しかったんだろうとお父様は笑ってましたが、父さんならどうしますかね。俺は人の奥さんに手を出したりはしないと思う。いえ、手を出されたら。奪い返す。おお。気持ちが離れたというのなら、もう一度こちらに気持ちを向けさせて奪い返すしかないよな。奥さんの気持ちもきっと戻りますよ。うん。ドアさんの考えが分かったような気がします。シェリーだったらどうするんだ？私だったら祖父と逆の立場なので決闘で相手をやっつけてしまうかもしれないです。おお、強い。好きになったらそれくらい一途になってしまうと思います。シェリーに好かれる人は幸せ者だな。幸せなんでしょうか。そういうのって思いって言うんじゃないですか。どうなんだろう。俺は情熱的でいいと思うけど。そうなんですか。どうしたんだ？いえ、なんでもないです。あれ、シェリーがいる。おーい、シェリー。お父さん、ダメですよ。屋根の上であんまり踊ったら。どういう夢を。一体、シェリーの中で俺ってどういうキャラに。おーい、シェリー、起きろよ。にゃにゃ。シェリー。すみません。何やってるんだ？学園を辞めてしまいましたので、自分で勉強をしておこうかと。そういえば、俺も勉強してないな。いえ、父さんがどうというのではなく、違う世界から来たのですし、こちらの世界の勉強はわからないのではないかと。それは確かに。でも、一応見てみるよ。これは。
あれルー、どうしたんだ？暇だったからコーヒーでも飲みながら本でも読もうかと思ったけど、営業してないのよね。まあいいわ。とは、コーヒー入れてよ。いいけど、ルー、さ、何？この前、これを落とさなかったか？ないと思ってた。なんであんたが。ああ、やっぱり、ルーのだったか。図書館の本かと思ったら、どこかで購入したものみたいだから、もしかしたらって。違うわ。そんなの知らない。そうなのか？それにしても、これ面白かった。あんた読んだの？読んだよ。それ恋愛小説よ。恋愛小説くらい、俺だって読むよ。そうなの？ここだとどうだか知らないけど、男だって普通に読むだろ。そうなんだ。私の国じゃこういうのは下品な本だって白い目で見られるから。下品って普通の恋愛の話だったぞ。それでもダメなの？あんた聞いてると結構本を読んでるみたいね。ああ、まあ人並みには読むかな。どういう本が好きなの？特に何が好きってわけじゃないんだけど。あんたの世界の本って興味あるわ。何か持ってないの？持ってたら読んでみたいわ。バッグに何か入っていたかな。あ、本があった。何なんてタイトルの本？今から正義の話をしよう。偉そうなタイトルね。まあいいわ。ちょっと読んでみてよ。ほっほー。好きだわ、こういうノリ。ほっほー。恋愛小説はいいのか？いいわ。私やっぱりこういうノリの方がいいわ。ほっほー。そうよね。正義って奥が深いわよね。こいつなかなか分かってるじゃない。今日も行くぞ。何ですか？いきなり。決戦だ。決戦？もしかしてまた焼きそばパンを？いや、今日は違う。もっと深刻な問題だ。今回は真面目に何か問題が起こっているんですね。ああ、とても深刻な問題だ。一体何が？後で話す。今は急ごう。はい。それで一体何があったんですか？例の惣菜屋で。はい。結局それ絡みなんですね。新作パンが発売されるのだ。なるほど。私は今日の昼のために朝食も抜いている。それが新作パンへの礼儀。出遅れた。予想以上に出だしが早い。思うんですが、最初から店の前にいてはどうですか？一時それで問題になったな。開店前に並んだものは購入禁止にされてしまうのだ。厳しいですね。いかに時間ぴったりに突撃するか、タイミングが重要なのだ。でもこれじゃあ無理そうですね。今日は諦めますか？そうだな。日を改めるとしようか。
次のチャンスを待とう。いつになるかはわからないが、待てばカイロの日よりあり。その日は訪れるさ。限定販売ということだが、きっとまた会える。しかし、限定、いや、きっとまた。ヤクモさん。諦めず、何か手はないか考えましょう。とはいえ、この人の群れ、売り場にはそうそうたどり着けないぞ。思い出したんです。うちの学食でも人気のパンがあって、いつもすぐに売り切れてしまって、ある日、どうしても食べたくて。食べたくて？手に入れた生徒に金で交渉を。とは、そんなことを。若気の至りです。しかし、今の私たちでは使えないな。そうですね。そんなお金ないですね。あれ、見てください、ヤクモさん。先頭の方に並んでるの、親子連ればかりです。確かにそうだな。縦看板出てます。どうやら最初は、親子連れを優先してるようですよ。なるほど、確かに。では、とわに私の子供のふりを。無理がありますね。いや、やってみる価値はあるのかもしれない。ヤクモさん、落ち着いてください。冷静になって。どう見ても、俺みたいなでかい子供がいる年齢には見えませんって。あれ、ヤクモさんじゃないですか。ああ、どうも。ヤクモさんにはうちの子が、剣を教えてもらっていまして。ああ。ヤクモ先生！すごい行列ですよね。来てみたものの、諦めて帰ろうと思っている。そうなんですか？これよかったらどうぞ。これは、限定パン。どうして？親子連れですので、人数分だけ優先的に買えるので、せっかくなので私の分も買ったのですが、朝からお腹の調子が良くないもので、私はやめておこうかと。しかし、こんな大事なもの。いえ、別に大事では。いつもお世話になってますし、ぜひもらってください。日頃の行いって大事ってことですね。そうだな。いいことがあるものだ。よかったですね。では、とは、半分。いや、そんな、いいですよ。遠慮するな。私はとわと食べたくて来たのだ。ヤクモさん。では。おいしい！ヤクモさん。おう、とは、どうしたんだ？なんか、子供たちがこっち見てますよ。なんだろう。やれやれ。ヤクモ先生、教えてください！教えてください！これ、どうしたんですか？この前の大立ち回りが評判を呼んだのか、門下生にしてほしいという子供がやってきているようだ。私は人に教えるとか、そういうのは向いていないのに、困った。そうでしょうか。ヤクモさんなら、いい先生になりそうですよ。お前、やっぱりそういうことだったんだな。うちの門下生を引き抜こうと。あんた、まだそんなことを。剣とは己を映し出す鏡。その荒々しい思いを察して、人は離れていったのではないか。人を傷つけ、自らを強く見せるためだけが剣ではない。剣を鞘にしまうように、己の闘争心を静かに秘める術を知ることだ。さもなければ、誰もが恐れて離れていくぞ。
なんだこら。じゃあお前の剣は何だというのだ。私の剣はそうだな、これが私の剣だ。私は人に教えるような剣は持っていない。血に濡れているのだ。人に教えるものではない。行こうか。待ってください、ヤクモさん。ほら。お姉ちゃん、僕たちやっぱりお姉ちゃんに教わりたい。剣は己を映し出す鏡と言っていましたけど、少なくともあの子たちには、ヤクモさんの剣は怖いものには見えていないようですよ。わかった。たまにでよければ教えてあげよう。そういえば君、以前の本読んだ？すごく面白かったよ。あそこであの人がああいう風に殺されるなんて、ああ、なんてすごいトリックなんだ。君、読んでないな。興味のないものを押し付けて迷惑だったかな。悪かったね。あんなものを好き好んで読むなんておかしいって言うんだろ。違う。面白そうなのは確かなんだが、熱すぎる。それ、どのくらいの時間で読むんだ？一晩くらいかな。これを一晩で？早くないか？徹夜してるのか？仕事に影響が出るからね。よっぽどじゃないと徹夜はしないよ。これだと数時間かな。速読を身につけている？これくらい普通じゃないの？絶対普通じゃないと思う。特殊スキルだって。忙しい中でも読書をこなそうとしているうちに自然と身についたものだと思うけど。斜め読みか？なんてことを言うんだ。そんな読み方、本に失礼じゃないか。じゃあどうやって速読してるんだ？ただただ早く読んでるんだよ。それは単に亀の頭がいいだけじゃないのか？何にしろ俺に真似するのは無理そうだ。絶対普通だと思うんだけどな。こんにちは。ああ、こんにちはとは。ヤクモさん、お茶入れましたけど飲みますか？ああ、かたじけない。父さん、ご一緒にどうですか？ああ、ありがとう。いただくよ。私もそのお茶とやらを飲んでみようかしら。緑色であまり美味しそうじゃないけど。ねえ、ちょっと待ってくれ。あれ、カミュ。みんな
話を聞いてほしい。それと、この場から動かないでほしい。え？みんな、揃っているようだね。犯人は、この中にいる。犯人？なんだ？何が起こったんだ？この屋敷で、一体どんな事件が。あんた自首するなら今のうちよ。なんで俺？そういえば、私の下着が今朝から見つからなくてな。ほら。何がホラなんだ？実は、今朝確認したら、保存してあったプリンがなくなっていてね。プリン？それが事件なの？言っておくけど、僕は別にプリン一つにこだわってるわけじゃないよ。ただ性格上、どんな小さなものでも犯罪行為は看過できないんだ。だから僕はこの非道な事件の犯人を探し出して。プリンにこだわってるんじゃないのあれ。犯行現場には毛が落ちていた。髪の毛じゃない。体毛といった方が近い。このことから犯人は毛深いタイプだと推理できる。毛深いタイプ。ああ、毛深い人。誰かというなら君ってことになるけど。ちょっと待ってくれ。そりゃ女性よりは毛深いかもしれないけど、俺だって別にそんな。確認しようか。そうね。脱いだら胸毛がワッサワッサかもしれないし。でも私、そんなの見たくないわ。僕も見たくない。俺だって見られたくないよ。でもよく見ると毛色は君のものとは違うね。もっと早く気づいてくれよ。この毛の色は誰にも当てはまらない。じゃあ犯人はこの中にはいない？大方、近所の猫とかが忍び込んで食べたんじゃないの？猫が食堂の扉を開いて。なんてことだ。迷宮入りだ。今日買い物に行くから、プリンなら買ってくるぞ。僕はそういうことを言っているのではなくて、犯罪行為を。はいはい。少年よ、励んでいるかな？あれ、ランスロットさどうした？ん。なんか甘い香りが。香水かな？そうですか。なんか口についてますよ。我が輩としたことがみっともない。なんだ、疑わしげに。なんでもないです。ん？ねえ、とは、君さ、なんていうか、女の子と男の子、どっちが好き？え？いや。
どっちも好き。両方いけるんだね。なんか勘違いしてないか？なんていうか中性的な感じとかいいかなって。男の子のような、女の子のような。中性的な感じねえ。よくわからないな。なんていうか女の子なのにズボンを履いていたり。君、僕をからかっている？そんなことない。なんでそんなことを聞くんだ？いや、実はね、僕のところに制服を着た女の子が現れて、調査してほしいことがあるって言うんだ。調査？うん。彼女は、学園で見かけた男の子のことが気になって、その人のことを知りたいって、特に好みの女性のことが知りたいって言うんだ。へえ、そんな相談も来るのか。僕はどんな依頼も報酬さえ払ってくれるなら基本的に断らないからね。それでその男の子なんだけど、誰のことかと思ったら。俺？そう。だったらもっと普通に聞いてくれないか？どうかな。好みの女性は誰と正面から聞かれて正直に答える？どうだろう。別に隠すことじゃないけど、かといって改めて聞かれてもなんて答えたらいいかわからないかも。僕としてはいろいろ情報を引き出して、それを統合して推理するつもりだったのさ。結構ストレートな質問だった気がするけどな。それで分かったのか？うん、そうだね。まあなんとなくここから推理していくよ。そうか、頑張れ。だとクリスさん。私がなんだって？うわ！なんだ、以前のスポーツを必死に練習して、お前が言っていたアスリートにでもなりたいのか？この前クリスさんとバスケをして圧倒的に負けたじゃないですか。あれが悔しくて少し練習をしていたんです。なんだと？たかが遊びだろ。勝ち負けを気にすることか？気にするんですよ、男って。そういうものかもしれないな。だったらリベンジの機会をやろう。再び相手になろう。でもまだ練習始めたばかりで。逃げるのか？いいですよ、今やりましょう。うん。ただやるのはつまらないな。何か賭けをするか？賭け？そのくらいの趣向がなければ真剣にならないだろう。トワが勝った場合、私に何かしてほしいことがあったら。お前！何も言ってません。言う暇さえなかったです。何かしてほしいことがあったらですか？まあその時に考えます。ちなみに俺が負けたら何をやらされるんでしょう？そうだな。スクワット1000回とか。体育会系。いいですけど。
何？ちなみにこれ3点です。なんでだ？遠くから入れたら3点なんです。そういうルールなのか。本当か？本当ですって。いいだろう。そういうことならこちらも同じようにするまでだ。うまく入らないな。やるじゃないか。私の負けだ。いえ、なんかすいません。ほとんどズルみたいなもので。どうしても勝ちたくて。遊びだろうが、勝ちたいと思うのは大事なことだ。何にしろ、約束通りに何か言うことを聞こうじゃないか。貴様。だから何も言ってませんよ。勝手に妄想して怒らないでください。今度ケーキをおごってくれませんか？ケーキ？お前はケーキが好きなのか？しょうがない。おごってやろお店とか任せますので、下調べもお願いしますね。なんだそれは。俺、ケーキにはうるさい男なので。変な男だ。しょうがない。一種の任務と思って調べておくさ。よろしくお願いします。じゃあな。ここは。とわか。何をしてたんですか？時間があったからな。この学園の学生を眺めていた。学生を？私は幼い頃から清流騎士団に入り、剣を握っていたからな。学園には通っていない。だから少し興味を持った。そういえばトワも学生だったか。そうですよ。でも。なんだ？クリスさんの年齢っていくつなのかなって。話したことがなかったか。多分ないですね。まあ必要ないからな。でも興味はあります。だったら当ててみろ。いくつだと思う？おお、当たらずとも遠からずといったところだな。正解は。じゃあ俺より年下？そうだな。年下。俺敬語をずっと使ってますよね。別に私が頼んだわけじゃない。やめたければやめたらいい。じゃあちょっと敬語やめてみます。いや、やめてみよう。ようクリス。最近どうだ？ちゃんと体を休めているか？なんだこの胸の高鳴りは。バカな。クリスって本当に。やめろ。不思議とバカにされてるような気がする。すいません。元に戻しましょうか。そうしてくれ。
ん？これは休憩中なんですよ。別にいいじゃないか。何したって。そうなんですけど、こんなところでこっそり本を読んでいるのを見られると罰が悪いですね。本なんてどこでだって読んでいいと思うけど。あなたは本を読みますか？うん。よく読むよ。私は小さい頃、体が弱かったのです。それでいつも本ばかり読んで過ごしていました。へえ。子供の頃から英雄譚が好きなんです。それはおとぎ話かもしれませんけれど、一時光をもたらしてくれます。昔私は本を書く人になりたかったのですよ。自分で言うのもなんですが、結構才能もあったと思うんです。けれど成長するに従ってみるみる元気になってしまいまして、もともとうちは騎士の家ですから、本を書くなど許されるはずありません。それどころか大っぴらに本を読むこともできないのです。だからこっそり図書館で本を借りて、こうして夜に読んだりしているのです。そっか。本を書く人になることはできません。その代わりに私はそういう物語を紡ぐ騎士になりたい。小さな子供に希望を与えるような、そんな人になりたいと思っています。何を得意げに語っていたんでしょうか。ちょっと恥ずかしいです。あいいと思うけど。あなたは将来なりたいものはありますか？将来なりたいもの？温かな家庭を築きたい。いいですね。でも私はあまり考えたことがないでしょうか。そうなんだ。誰かと一緒になって子供を育てたり、そういう自分が想像できないんです。女の子としてはちょっと変だって親には言われます。でも他の女の子のように着飾ったり男性の噂話をするより、私は剣を振っている方が好きなんです。性分なんでしょ、そういう。でももしもだよ。はい。君自身が君の望むように強くなって世界が平和になったら、そしたらそもそも戦う必要がなくなって、そしたら君はどうするんだろう。そうですね。それは考えたこともなかったです。ありえないとは言えません。だって私はそうなるために頑張っているんですから。そうですね。もしそうなったら、もしかしたら家庭を持つのもいいかもしれませんね。少しだけそう思います。トワさん、これを見てください。手紙？ええ、ここの常連さんだったおじいさんからの手紙で、店が閉まって残念だけどまたシャムレットの料理が食べられるのを楽しみにしてますって。このおじいさんはお父様の事件の後この店を開いて最初に来てくださった人なんです。ラインスタッドがやってる店なんてって言われている中で初めて来てくれたのが嬉しくてよく覚えています。腰を悪くされて店に来られなくなってからは配達に伺ったりしてたんですが、お元気かな。そっか。なあ、シャムレットを正式に開くのはまだ難しいけど、配達ぐらいならできないかな。配達ですか？ああ、メニューと時間帯を絞って実験的に配達業務だけ開始するんだ。俺もできるだけ手伝うから。なるほど、ありがとうございます。でもトワさん、グオッポに乗れますか？
おお、グオッポか。やはり難しいですよね。いや、ちょっと頑張ってみるよ。ルーに料理冷めてるって言われたことあるし、乗れないと配達は無理だろ。よろしいんですか？苦手なことなのに。大丈夫。この店のほとんどを任せてもらってるんだから、こういうことも覚えないと。さすが父さんです。上手に乗れるよう私もお手伝いしますから。早速明日のお休みにグオッポで出かけてみましょありがとう。う。頑張りましょうね。レンタルグオッポの店。こんにちは。ここのグオッポは近辺を自由に走れるように訓練を受けています。配達用の子もここで借りていたんですよ。へえ。見てください。この笛を吹いてあげると勝手にお店に戻るんですよ。へえ、賢いな。トアさんはどの子にしますか？って言われてもな。おとなしくて人懐っこいのとかいないかな。それでしたら奥の子がいいかもしれません。シェリー、違いがわかるのか？あの子は何度か乗ったことがあるんです。とても気立てのいい賢くておとなしい子ですよ。あの子がそうなのか？よう。すみません、この子をお借りしてもよろしいでしょうか？ああ、ジョーちゃんじゃないか。今日もこいつに乗るのかい？いえ、今日はこちらの父さんが乗ります。私はまた別の子を。そうかい。じゃそっちで選んでくれ。どの子にしようかな。こちらの子でお願いします。それじゃごゆっくり。ありがとうございました。はい、トアさん。こちらがトアさんに乗っていただくグオッポです。ああ、ありがとう。ではまず撫でてみましょう。こちらの名前はムリーちゃん。よろしくね。なるほど、そうすればいいんだな。シェリー、こいつの名前は？シンバルくんです。シンバルくん。よし、俺も。よしよし、シンバル。いいだ！トアさんの手が食べられてしまいました。いだだだだだだ、撫でないから離して。うわ、すっげえ力だなこいつ。トアさんにじゃれついたんですかね。今のじゃれついたうちに入るんだ。相性がいいみたいですし、早速乗っちゃいましょうか。本当か？大丈夫かな。一度乗ったことはありますよね。乗り方は大丈夫ですか？多分大丈夫。よいしょ。とっと、乗れた。トアさん、だいぶ慣れてきましたね。ではまずは街中を巡ってみましょうか。ゆっくり歩けば揺らさないで乗るコツもつかめると思います。いつもうまく乗れないんだよな。速度調節とかできないし。ゆっくり進んでほしいときは最初にお腹を軽く蹴ってあげるといいですよ。歩き出したらリズムを合わせてみてください。だいぶ乗りやすくなると思いますから。わかった。じゃあよっ。
あれ動かない。どうしたんですか、トワさん。いや、全然動かなくて。きっと進む方向が分かってないんですね。手綱を引いて行きたい方向を教えてあげてください。なるほど。そりゃうわーあーあトワさん、大丈夫ですか？だった振り落とされた。怪我はしてないけど。どうしたんでしょうか。何度か乗った時はとてもいい子だったんですが。多分俺が下手だからだよ。今笑わなかったか？とりあえずもう一度乗ってみましょう。今度は急に引きすぎないように。おう。じゃあ今度こそ。お上手です。それじゃあ早速街を回りましょう。ノーポーン。トワさん、見てください。あちらで何か催し物をしているようですよ。見たいんだけど、こいつが言うこと聞かなくって。そんなに強引に引っ張っちゃうと。まだトワさん。いってー、何回落とすんだよ。すぐうなるし。まあ二人ともあんまり喧嘩してはいけませんよ。そんなこと言われたってこいつが。戻って別のグオッポに変えてもらった方が。いやだ噛むな噛むな。トワさん、グオッポは信頼関係を大切にする生き物です。乗るときはちゃんと身を任せてみてください。手綱の引き方も力任せにではなく方向を教えてあげるだけですよ。それは分かってるんだけどさ。ともあれ、あちこち汚れてしまいましたね。ちょっと待っててくださいね。そこでハンカチを濡らしてきます。まあごめん、ありがとう。なあ、お前なんでそんなに俺のこと嫌いなわけ？初対面なのに。どこ見てるんだよ。なあ、このままじゃ練習にならないし、どうしたものかな。ちょっといいですかね。何ですか？なかなか立派なグオッポを連れていらっしゃる。なんと強靭な筋肉、鱗の硬さ。素晴らしいの一言以外出てきませんよ、これは。そのグオッポ気性が荒くて危険。あれ？おとなしいいい子だ。グオッポにお詳しいのですか？ええ、子供の頃から大好きで、うちは商いをしていましたので、私が後を継ぎましたが、本当は調教師になりたかったのですよ。夢は叶いませんでしたが、今じゃグオッポレースに出資しておりましてね。何頭かのグオッポのオーナーをしております。グオッポレースって？グオッポが走って1位のグオッポを当てる遊びですね。そう。グオッポにお詳しいのでしたら少し見てもらいたいんです。ほう。この子なんですが、いつもはとてもいい子なのに、今日はそちらのトワさんに何度も噛みついたり振り落とそうとしたりで。ちなみにこのグオッポに乗るのは初めてですか？俺は初めてです。ただシェリーは何度か乗ったことがあるらしいです。お
お嬢さんが。はい。私が乗った時はとてもいい子だったんですが。が、お兄さんが乗ると攻撃的になると。まさか男嫌い？店の人の話では他のお客さんは問題ないようなので、嫌いなのはトワさんだけということに。ひどい。大体わかりましたぞ。お二人は恋人ですかね。違いますよ。そんなんじゃないです。なるほど、恋人ではないと。ただとてもお似合いだ。ありがとうございます。いえ、お礼を言うのも変ですよね。私わかりましたよ。この子がそちらのお兄さんに噛みついた理由。本当ですか？ズバリ嫉妬ですね。嫉妬？グオッポは本来乗り手にそこまでこだわりません。調教されたグオッポならどんな客でも乗せてくれます。ただグオッポにもお気に入りの客というのはいます。そのお気に入りの客が現れてウキウキしていたのに、その客は別のグオッポに乗ってしまう。そしてあろうことか他のオスと仲良さそうにしている。他のオスって？あなたのことですね。俺グオッポじゃないですよ。どちらでも同じことです。そうなの？嫉妬だったの？じゃあそれぞれ乗るグオッポを交換してみようか。お、大丈夫そうだな。そうですね。ありがとうございました。いえいえ、良いグオッポを。はい、良いグオッポを。なんとかなりそうだ。よかったです。改めてどこに行こ私ぜひ案内したいところがあったんです。じゃあそこに行こうか。はい、少し飛ばしますのでついてきてくださいね。ああ。やっと追いついた。さすがシンバルくん、すごく早かったね。なんで満足げなんだよお前。きっとのびのび走りたかったんじゃないでしょうか。街中では速度を出せませんし。にしてもずいぶん森の奥に来ちゃったな。戻ろうか。いえ、実はトアさんに見せたいものがあるんです。そっちに何かあるのか？はい、この子と私が知ってる特別な場所なんだよね。ぐわーどうやらこの子たち仲良しになったみたいですよ。何それ。のんきなもんだな。さっきまでシェリーのことで嫉妬していたくせに。どうされたんですか、トワさん。ごめんなさい。近かったですね。いや、こっちこそごめん。それにしても素敵なところだな。はい、私のお気に入りの場所なんです。
昔、初めてグオッポで遠乗りした時に、お父様に連れてきてもらったんです。それ以来、悩み事がある時とか、気分を変えたい時は、時々ここに来てました。秘密の場所みたいだな。そうかもしれません。ここを教えたのは、トアさんが初めてなので。そっか。ありがといえいう。すごいな。え、風の音が気持ちいいです。いつか、さ、シェリーにも、俺のお気に入りの場所を見せてあげたい。トアさん、それは、どういうところですか？そこは、なんだか楽しそう。俺もそんな感じがするよ。こんな綺麗な景色見れるなんて。そうだ、この辺りでお昼にしないか？サンドイッチ作ってきたんだ。それはいいですね。私もちょうどお腹が。いっぱい走り回ったもんな。恥ずかしいです。トアさんの手作りのサンドイッチが楽しみで。嬉しいよ。頑張って作ったからさ。いっぱい食べて。はい、トアさんと一緒に食べたいです。ついつい長居しちゃいました。シェリーが昼寝しちゃうなんてな。お腹がいっぱいになったら、つい眠くなってしまって。グオッポに顔中舐め回されても起きないのはすごかったけど。そういう時は起こしてくださいよ。あはは、ごめん。もう、起きたら顔がベタベタで大変でしたよ。でも、楽しかったですね。サンドイッチも美味しかったですし。喜んでくれてよかったよ。ソースとか工夫したから。なんだ、いきなり。楽しかったと言ってるんだと思いますよ。そうなのか？今日は走り回ったもんな。次はちゃんと乗せてくれよな。どうしたの？トアさんとグオッポがずいぶん仲良くなられたみたいなので。ああ、だいぶこいつらにも慣れたしな。私もトアさんと仲良くなれたでしょうか？いえ、なんでもないです。また一緒に行きましょうね。あの草原。ああ、うん。トアさん、どうしましたか？なんでもない。不思議なトアさんです。もう暗くなってきましたね。そろそろ戻りましょうか。うん、そうしよう。行きましょう、トアさん。学園祭？そう。明日、セイレム学園の学園祭なのよ。学園祭か。それで、よかったら、あんたも、見に来ない？いいのか？ええ。一応何人か招待枠があるから。私の方でも、ちょっとした出し物があるし。じゃあ、お邪魔しようかな。本当？ルーたちが頑張って準備してるんだろ？見に行かなきゃ損だろ。女の子がいっぱい見れるからって浮かれないでよね。おっさんか俺は。
同い年だったっけ？どんな扱いだよ。じゃあこれ招待券。これがあれば学園内を好きに出入りできるから。おう、本格的だな。ありがとう。絶対行くよ。じゃあこれから買い出しに付き合ってもらうわよ。これから？学園祭で必要なものがいろいろ足りないらしいわ。私買い出し役を任されてるんだけど、ちょっと面倒なのよね。交換条件それか。まあせっかくだし手伝うよ。よろしくね。で、なんでダウンエリアに来てるんだよ。よく知らないけど、メモにスラム街にあるお店って書いてたの。トリートショップってところに必要なものが売ってるって。いたずら屋ってなんだそりゃ。あ、いた。あれね。ほら、あの変な耳のついたフードをかぶった顔の見えない人。ずいぶん小柄だな。女なのか？いいから話しかけるわよ。ちょっといいかしら。おや、お客さんだったんだ。やっぱり女の子なのか？そうだよ。私はいろんないたずらグッズを取り扱ってるいたずら屋さ。こんな女の子がダウンエリアで商売して大丈夫なのか？ふんふん。この街で商売できるってことは、それなりに私も悪い人ってことだよ。お茶会じゃないんだから自己紹介はその辺にして。このメモに必要なものは書いてあるわ。おやおや。こんなに買うのかい？お姉さん、相当な好き者だね。よくわからないけど、必要らしいのよ。学園祭で。ああ、セイレムのか。いいよ、売ってあげる。仕掛け扉？強盗なんかに襲われちゃ困るからね。ちゃんとした開け方をしないと防犯装置が作動するよ。大変なのね、ここで商売するの。君たちが普段のほほんとしてる場所とは違うからね。なんですって？ルー、相手しなくていいって。私たちバカにされてるのよ。見過ごせないわ。ただの貧乏者の偏見だよ。ごめん、気を悪くしないでね。何よ、やりづらいわね。ただね、君たちはもっと気をつけた方がいい。長井とはルーベルフレア。なんで俺たちの名前知って？有名人だよ。ここを仕切っていた男を君たちは打ち倒したんだから。それは気をつけないとな。そうね、早く帰りましょう。はい、じゃあこれメモにあった商品ね。お二人におまけしといたよ。ありがとう。あんた悪い人間じゃないみたいだし、またそのうち遊びに来てあげる。ありがとう。またね。お気をつけて。だって今日はもう閉めるかね。おいゴミや。ゴミだなんてひどいな。ちゃんとした商品だよ。そんなことはどうでもいいの。さっき見たけど、あれ長井とはよね。どうだったかな。私らの大恩人グラム様を殺した仇見つけたわ。そしてトワと一緒にいた女、ルーベルフレア。奇遇ね。ぶっ殺したい奴が2人も見つかったわ。ああ、お知り合いですか。おいゴミや、あいつらが何話してたか教えなさい。学園祭がどうのって言ってたわね。あらら、聞こえちゃってたか。
グオッポ移動疲れた。お疲れ様。付き合ってくれたことは感謝するわ。どういたしまして。借りを作ったままは気分が悪いし、何かお礼するわよ。その中から選ぶんだ。あ、これ多分おまけってくれたものだわ。なんだそれ。ずいぶん小さいけど、何かの置物？説明の紙がついてるわ。モノローグクリスタル？この小さな取っ手を回しながら話しかけると音が出るみたいね。こっちが私で、そっちがトワノだって。はい。ありがとう。聞こえる？ちょっと震えてる感じはするけど、わかりづらいな。ま、結局子供騙しのおもちゃね。声が別なところから聞こえるはずないわ。うん、そうだな。学園祭だけど来てくれるの楽しみにしてるからね。何ぼーっとしてるのよ。なんでもない。おー、結構な人だな。約束通り来たのね。なんだ、迎えに来てくれたのか。迎えに来たんじゃないわよ。たまたま。さてと、そこに案内図があるから行きたいとこ決めて。一緒に行くのか？仕方ないでしょ。そのチケットも招待券といってもペアチケットなのよ。私といないと使えないの。なるほど。分かったらさっさと選んでよ。わ、この学園にもメイド喫茶なんてあるんだ。何？気になるの？そこはメイドがクレープを焼いてお茶と一緒に出してくれるの。他には流しアーチェリーってのか？ああ、それは外の川に流れる的を弓で撃ち抜くってやつね。特典で景品ももらえるみたいよ。じゃあスクリームルームは？そこは。どうした？怖いの苦手か？苦手なはずないでしょ。ただそこ私たちのクラスなのよ。へえ、ルーのクラスお化け屋敷なんだ。それであのいたずらグッズね。行きたいとこいろいろあって迷うな。全部回れば？それもそうだな。あれ、これ全部学園でやってるわけじゃないんだ。まあね、いろいろお堅いから一部の出し物しか教室を使えないのよ。だからほとんどは町の人に協力してもらって場所を借りてるわけ。へえ、それはそれで面白いな。お化け屋敷は学園を使っているんだな。古い聖堂があるからそこをね。そんなところをお化け屋敷にしていいのか？反対されたけど押し切ったのよ。さあ、ここよ。おお、看板とか本格的だな。でしょ？頑張ったんだから。すごいな。いらっしゃいませ。あ、ベルフレアさん、今の受付はあなたなのね。そうなんです。中が思ったより大変で人員を回してるので。そう、頑張ってるわね。ルーはお化け役やらないのか？私は暗いところ嫌なの。怖い？怖くないってば。
どうぞ中へ。はぐれないように気をつけてくださいね。暗いわ。なんで明かりがついてないのよ。そりゃお化け屋敷だからだろう。やっぱり怖いんだ。はあ？怖いはずないでしょ。こんなの子供騙しだし、数々の悪党を倒してきた私には。おい、近いんだけど。怖くない怖くない怖くない。ルーさん？というか、自分のとこの出し物じゃないのか？こんなに怖くしたなんて聞いてない。何か背中に入った。ちょっと押し付けすぎだから。そろそろ先進まないと。次の組待ってるぞ。やだよ。もう嫌だ。ルーの体がずっと押し付けられてた。押し付けてないわよ。暗くてぶつかっちゃっただけ。出るまでずっと抱きついてたけど。うるさいわね。よーし、ついに私の出番だ。ずいぶん元気な人だな。あれ？あの人。次はどこに行こう？おお、これがアーチェリーか。初めてだけどできるかな？大丈夫、簡単なのだから。ちゃんと景品狙いなさい。やってみるけど。お二人ですか？トアがやるわ。俺だけかよ。あんたの勇姿ちゃんと見届けてあげるから頑張りなさい。はいはい。じゃあルーお嬢様のために頑張るか。ルールは簡単。流れてくる3つの的を全部撃ち落とせたら豪華景品がもらえます。全部割れなくても残念賞はありますのでご安心ください。はい。頑張って。まっすぐ狙うの結構大変だな。来ましたよ。ああ！風が邪魔してるでしょ。そうか、川だから。そう簡単に景品は渡せませんよ。なかなかえぐいことするじゃないの。じゃあこれでどうだ？残り1本ですね。最後は難しいですよ。的ちっさ。頑張るのよとは見返してやりなさい。できますかね。初心者さんには難しいですよ。今だ。おお。結局残念賞の小さいぬいぐるみだけ。いいじゃない、ちゃんと手に入れられたんだから。可愛いわよそれ。私が欲しいくらい。じゃあルーにあげるよ。もともとルーのためにやったんだしさ。ありがとう。顔赤いけど大丈夫か？うるさいわね。次行くわよ。すごいパーフェクトです。はっ、私にかかりゃこんなの子供騙しね。すげえ。あの人どこかで見たような。次はどこに行こう？クレープ屋はセンターストリートにある店を使っているみたいだな。あったぞ。ここか。
主人様、2名でいらっしゃいますか？はい。何緊張してるのよ。仕方ないだろ。こういう扱いされるの初めてだし。浮かれてる感じが嫌ね。説明をしてもよろしいでしょうか？すいません、どうぞ。当店では甘いだけではない多様なクレープをご注文いただけます。肉類や野菜などの具材からお好みで組み合わせることもできますよ。組み合わせるっていうのは面白そうね。作ってみましょう。じゃあ俺はハムとチーズ、トマトでピザ風にしてみようかな。がっつり食べるわね。私は蜂蜜とチーズとブルーベリー、生ハムもつけて。なんだその食い合わせ。うるさいわね。何事も挑戦よ。かしこまりました。ご主人様、お嬢様。おお。あんたね、顔が溶けてるわよ。クレープが楽しみなだけだって。はいはい、そういうことにしてあげるわ。お待たせいたしました。こちらがクレープと紅茶でございます。おお、飾り付けまでしてある。美味しそうじゃない。いただきます。いただきます。うまい。生地がもちもちしててピザ系のクレープも悪くないな。ルーの方はなんでそんな渋い顔してるんだよ。そうだ、食べさせてあげるわ。一口交換しましょう。はい。なんか不安。いいから食べなさい。どうよ。別にまずくは。これは絶妙に甘じょっぱい。よし、代わりにそっちの食べてあげるわ。やだよ。早くよこしなさいよ。一口でいいから口直しさせて。はい。美味しい。そりゃそうだろう。っていうか今の見ましたか？してました、ルー様。嘘。ルーさん大胆。カップルだと思われたな。誰がカップルよ。もうさっさと食べちゃってよ。クレープ2つとも突っ込むな。ひどい目にあった。あんなところで長居できるはずないでしょ。けど接客とかは良かったな。まあまあ悪くなかったわね。庶民は好きそうだし。あれ？イケメン執事はいないの？申し訳ございません。この学園は女子しかいなくて。まあ、いっか。じゃあ、このわらクレープってやつ一つね。あの女の人、見覚えがあるんだけど、思い出せない。さて、一通り回ったわね。いろいろ出し物あって面白かったな。そうね。他のクラスもなかなかの出し物だったわ。これで学園祭は終わりなのかな？これからこの辺でキャンプファイヤーがあるみたいね。キャンプファイヤー？学園祭らしいな。これよりキャンプファイヤーを行います。皆様、炎を囲むようにしてダンスいたしましょう。ダンスか。俺やったことないな。は？あんた誰と踊る気なの？
どうした？いやね、さっき会った女の人が誰だったかずっと気になってるのよね。なんか胸騒ぎがするのよね。って思い出したのか？ちょっと待ってて。ルー？楽しんだ。次は何？キャンプファイヤー？相手いねえじゃん。久しぶり先輩。なんでここに戻ってきたの？ただ遊びに来たってわけじゃないわよね。え？当たり前だろ。私はお前らを叩きのめしに来たんだったよ。留学したばかりのお前に学園を追い出され。学園の問題児を撃退しただけよ。それで退学になったのを逆恨みされても。その後拾ってくれたグラム様まで、お前らのせいで。悪事は見過ごせないの。自分を恨むことね。うるさい。この恨み、今こそ晴らしてやるわ。ナイフ。そんな短い獲物で、私に勝てると思ってるの？どうかしら。こいつ、強い。私が前と同じ実力だと思ったら大間違いだね。おっと、ここで鎧になったら学園祭が台無しになるよ。まずいわね、これは。悔しいけど、なんとかしてトアに助けよう。この装置、モノローグクリスタルとか言ったっけ？この機械なら、遠くにいるトアに声が届くかも。何を握りしめてるんだ？うるさいわね。黙ってなさい。トア入り口の近くにいるから助けに来て。よくわからないけど、させるわけにはいかないね。騒ぎになると学園祭が。いつまで守りに徹してるんだい。所詮貴族のお嬢様じゃその程度ってことだよ。金に頼るお仲間ばっかりじゃ長いとはもそこが知れるね。しなさいよ。あん？撤回しなさいよ。おや、貴族様のプライドを傷つけちゃったかい？私はいいわ。事実その通りだから。でもトアをバカにしないで。何？ははそいつに惚れてんだ。違う。私はあいつのことを。じゃあお前を人質にしたらあの男を潰すこともできそうだね。やめろ！長いとは。ごめん、ルー。探し回ってて、あの無線気づくの遅くなった。バカ。本当に遅いわよ。あいにく私はあんたにも恨みがあるからね。暗いな、グラム様の仇！何？あんた、素手でよく相手にできるわね。獲物を手にした相手との戦い方は、習ってるから。習ったって。あんた、元の世界で一体何やってたの？さて、外にいる警備に突き出してもいいんだけど。好きにしな。ふん。やっぱりやめるわ。いい？とは。まあ、ルーがいいって言うならいいけど。は？おい、本気で言ってるのか？私はお前たちを潰そうとして。だってあんた、私のこと忘れるくらい学園祭楽しんでたじゃん。それは。私だって学園祭の続きを楽しみたいし、
お互いこの件はなかったってことでいいんじゃない？やる気がそがれたわ。もう悪さはしないことね。じゃあ、さよなら。長井とは。俺？この女、せいぜい大事にしな。何言ってんのよ！じゃあね。あはは。あの野郎！最後になんてことを！なんていうか、ルーって器がでかいよな。何よ、突然。そういえば、この機械で声聞こえたの？ああ、耳に当てないと聞こえないくらい音量小さかったけどな。偶然手に取ってよかったよ。偶然？ってどこまで聞いた？雑音ひどくてはっきりとは聞こえなかったけど、何かに惚れてるみたいなこと言ってたような気がするな。はあ？とわまで何を言い出すのよ。だよな、戦ってる最中だったもんな。当たり前よ。ルーに好きな人でもいるのかと思ってびっくりしたよ。それってどういう？ああ、いや、なんでも。そう。まだキャンプファイヤーしてるわよね。してるんじゃないか？一緒に踊らない？助けに来てくれたから、ただの、そう、お礼よ。感謝しなさい。そっか。うん、いいよ。本当に？経験してみるのも楽しそうだし、俺も学園祭っぽいことしたいからさ。そう。じゃあ行きましょう。ああ。思ったより恥ずかしいわね、これ。ちょっと、リードしなさいよ。無理だって。俺の国じゃまともなダンスは教えられてないんだよ。はあ？じゃあなんで誘いを受けたのよ。ルーと踊れるだけでも楽しいと思って。ルー、顔赤いけど大丈夫か？誰のせいだと思ってるのよ。もう、私がリードするからちゃんとついてきなさいよ。おっとと。右足前、次下げて、それから腰を寄せる。難しいな。よそ見しない。今は私だけを見てなさい。はい。意外に筋がいいじゃない。ありがとう。やってみると楽しいわね、こういうのも。俺は必死だけどな。トワは今日ちゃんと楽しめた？いろいろあったけど、こんなに楽しい学園祭は初めてだったよ。そっか、よかった。あんた本当は学生なんだもんね。ルー、気にしてくれてたんだ。もしかして誘ってくれたのも？まあちょっとは気にしたかもしれないわね。ありがとう。どういたしまして。さあ、もうちょっと踊りましょう。とは。はあ！踏み込みが甘いぞ！やあ！よし。今日の鍛錬はこれくらいにしよう。すみません。俺の訓練に付き合ってもらって。いや、いつもこの時間は素振りをしているからな。相手がいると有意義で助かる。それにしても汗をかいたな。ああ！ヤクモさん、
俺もいるんですけど。すまない。一人の時の癖でつい、ヤクモさん、ちょっと無防備すぎですからね。ごちそうさまでした。ごちそうさま。相変わらずトワの料理は絶品だな。今日のは私の故郷を思い出す味わいだったぞ。最近醤油を作ったんで、使ってみてるんですよ。まだ味は良くないんですけど、風味はあるかなって。これ以上良くするのか？トワのいた世界の食事はさぞうまいのだろうな。和食の味がわかるのはヤクモさんくらいだから、食べてもらえると嬉しいですね。トワは一体どんな食べ物が好きなんだ？いろいろあるけど、故郷の味が恋しいな。寿司とか食べたいです。おお、寿司か。あれはうまいな。あ、ヤクモさんの国にもあるんですね、寿司って。あるぞ。でも俺が知っているのと同じなのかな。酢飯の上に刺身を乗せるものだろ。あ、そうですそうです。この町では生魚を食す文化がないから、私も恋しくなる。ヤクモさん、よだれ垂れてますよ。すまん、つい故郷を思い出してしまってな。故郷を思い出してよだれ出ますかね。ああ、そういえばシェリーに聞いたんですけど、もうすぐ産卵期でこの辺の川で海の魚が取れるらしいですね。確かスノーヘッドとかって名前の。おお、それは私たちの国でいう鮭に近い魚だ。鮭ですか。川魚じゃ生は危ないですけど、海の魚なら寿司にできるかも。何？本当か？新鮮な海の幸を直接釣って食べられるなんて、今から胸がときめいてたまらないぞ。しまった、期待しすぎて腹が鳴ってしまった。今さっき食べたばっかりじゃないですか。美味しいものは別腹というだろ。それだとヤクモさんはずっと別腹な気がしますけどね。仕方ないだろ。トワの料理はどれもうまい。胃袋をつかまれてしまっているということだな。そんな、夫婦じゃないんだから。変なことを言うな。トワの料理を一生食べられるのは魅力的だが、私に解消はないぞ。何の話ですか？それで具体的に川登りしてくるのはいつなんだ？それはわからないですけど、シェリーならこの辺に詳しいから知ってるかもしれない。それでは早速聞きに行こう。もう遅いですから、明日でもいいじゃないですか。とは、これは戦と同じだ。念入りに道具を準備し、万全の体制で臨まなければならない。はい。早速明日から準備開始だ。トワの作る寿司、期待しているぞ。頑張ります。トワ、起きるんだ。シェリー、なんだよ。そうか。シェリー殿と間違えるか。あれ？おはよう、トワ。ヤクモさん？トワはいつもシェリー殿に起こしてもらっているのか？そんなことないですよ。お店してた時、シェリーかマリスさんが入ってくることがあったから。そうかそうか。言い訳が上手だな、トワは。言い訳じゃ。からかったでしょ。そんなことはないぞ。じゃあなんで笑ってるんですか？これは別に笑いたいわけではなくだな。少し安心したというか。安心？なんで？うるさい！いいから行くぞ。こんな早い時間にどこに？木を切る。言われるがままついてきちゃったけど、なんで木を切るんですか？
川辺で稽古している時に釣りが趣味のご老人に会ったな。森に釣り竿に適している竹に似た木があると聞いたんだ。早速朝シェリー殿から聞いたんだが、鮭は毎年この季節のいざ酔い月の日にこの辺りまで来るらしい。ああ、満潮で登り始めるからですね。そういうことだろうな。そしてそれは明日だ。急ぎ準備をしなければならないだろう。でも自作する必要あるんですか？旅をしていた頃は何でも自作していたからな。売っているものより獲物に合わせやすいのが魅力だな。本当に一人旅で来たんですね。なんだ、疑っていたのか？前に行き倒れてたじゃないですか。いや、あれは行き倒れではなく、ちょうどお腹が空いていただけだ。顔を青くしてまで？それは食料がなくなって3日ほど食べていなかったから。まだ疑ってるの？それなら勝負をしよう。勝負？自分で作った竿でより大物を釣った方が勝ちということでどうだ？俺釣りは好きだけど作り方はわからないですよ。それは教えよう。大事なのは竿の素材と餌選びだ。そもそもヤクモさんなんでそんなことに詳しいんですか？長い旅の間に自給自足を必要としたからな。大変だったんですね。あったぞ。これが釣り竿の素材になる木だ。この木はしなりが良く折れにくい。町にある釣り具屋でも使っている木だが、そこで売ってるのは普段釣れる川魚用だ。今回上がってくるスノーヘッドは鮭より引きが強いから向かないな。じゃあどういうのがいいんですか？これ以上塩を送ってやるつもりはないぞ。自分で考えてみろってことね。私は向こうを見てくる。トワも好きな木を1本選んで根元付近で切るんだぞ。ちなみに負けた方は勝った方の言うことを聞くんだからな。聞いてないですよ。負けたら言うこと聞くって一体何の命令されるんだろう。とりあえず触って確かめてみよう。よし、固めの木にしよう。俺の世界じゃ海の魚って荒っぽいし、ヤクモさんも引きが強いって言ってたもんな。うん、いい感じだ。やっと切り終わった。良さそうな木は見つかったか？あ、ヤクモさんも終わったところですか？最高の竿を手に入れた。トワに負ける可能性はないな。大人げないですよ。煽ったのはトワだからな。一体どんな命令をしてやろうか迷うな。目が本気だ。次は釣り絵を選びに行こう。釣り具屋に色々あるからな。釣り絵？スノーヘッドを釣りたいのだ。あれを竿で釣るのは無理だよ。うちで扱ってる竿でも引っ張られすぎて持ってかれちまう。そんなに難しいんですか？竿は極上のものを自作するつもりだからな。見せてもらうのは餌だけでいい。そうかい。じゃあそこにあるものから選んでくれ。私はあれには詳しくないんで力になれそうもない。助かる。さ、とは好きなのを選んでいいぞ。
ヤクモさんは先に選ばないんですね。私はもう決めているからな。トワが選ぶもので変わることはない。なるほど。大量狙いですり身にします。それなら魚を集めることはできるだろうな。では私はこれを。ミミズですか？ああ、ミミズがいい。意外と普通な餌なんですね。それはどうかな。明日を楽しみにしているといい。どういう釣り方をするか見せてやろう。随分な自信ですね。トワを手に入れるためだからな。え？いや、そういう意味ではなく。わかってますよ。罰ゲームの話ですよね。そういうことだ。あはは。若いね。よし、これが乾けば竿の完成だ。結構大変ですね。ここまで念入りに作ったのは久しぶりだ。いつもはその日の食料を手に入れられればいいだけだからな。本当に食べることに関しては真剣ですね。それだけではないのだが。あはは、そりゃそうか。トワは私に勝ったら何を命令するつもりなんだ？それは。何でもと言ったこと、二言はないからな。なんでも。何を想像しているんだか。いや、そんなやらしい想像とかしてないですよ。何？やらしいことなのか？違いますって。なんでちょっと嬉しそうな顔するんだよ。なおさら負けられなくなったな。俺だって負けないですよ。ヤクモさん、早いですね。日が昇る前から川を見ていた。朝からですか？もうすぐ夕方なのに。楽しみで仕方なくてな。遠足前の子供ですか。朝から何も食べていないから腹も十分に空かせている。寿司の方も期待しているぞ。変な断食しないでくださいよ。けど、そっちは任せてください。なら、あとはネタ、ということだな。そういうことになりますね。トワとはまだちゃんとした勝負をしていなかったからな。楽しみにしているぞ。制限時間は1時間。勝負だ、トワ。負けませんよ。おお、またかかったぞ。やった釣れた。まだまだ釣ってみせるぞ。また釣れた。これは思ったより実力差が。まずい、これ負けるかも。どうやらこの勝負もらったようだな。まだですよ。数で勝てなくても一番大きいのを釣ってみせます。その心意気、さすがトワだな。いいだろう。では大きさも勝敗に含めよう。ありがとうございます。この引きは。当たりが来てるぞ。しっかり合わせるんだ。今だ。よし、食いついた。あとは力勝負だ。はい。頑張れトワ。いくぞー。
対釣るぞ。おりゃー。もう暴れるな。すごい。今のところ私が釣ったどの魚よりも大きいな。ってことは俺の勝ち？今のところはと言ったろ。制限時間はまだある。必ずもっと大きな魚を釣ってみせる。あれ、それ。ああ、魚卵だ。こいつらは随分食欲旺盛なようだからな。わざとミミズで小さいのを釣って良質な釣り餌を増やしたというわけだ。そこまで考えて。これがサバイバル術というやつなのだ。このヤクモさんのバケツいっぱいに入った魚。時間的にこれが最後のチャンスか。このチャンス逃すわけにはいかない。まだ当たりが小さすぎる。まだ来た。本当ですか？これは今日一番の大物だぞ。重たい。頑張ってください。変な掛け声しだしたけど。見てくれとは。すごく大きいのが釣れたぞ。まさかあれだけの大物でもトワノには勝てなかったとはな。落ち込まないでくださいよ。たまたまです。いや、竿や餌の選び方も素晴らしかった。私の乾杯だ。約束通り。どんなエッチな要求でもしていいぞ。しないですって。それに、まだ、頼み事なんて思いついてないですし。とりあえず、釣った魚を美味しく食べましょうよ。みんなで。そうだな。みんなで食べた方が食事はうまい。私も手伝うよ。極上の寿司を振る舞おう。みんな、できたぞ。何これ。ライスの上に生の魚が乗ってるじゃない。これは東洋の料理、寿司というやつだね。こちらでいうサンドイッチのようなファーストフードだと聞く。俺の時代ではちょっとした高級料理扱いだけどな。握り方とさばき方で味が全く変わる繊細な料理なんだぞ。そんな料理が。なんだか酸っぱい匂いがしますね。腐ってるんじゃないの？安心しろ。ご飯に酢を混ぜた酢飯だ。その醤油につけて食べるとうまいぞ。黒い液体。ソースのようなものでしょうか。その通り。豆から作ったソースだよ。生の魚に酸っぱいお米、さらに謎のソイソース。不安すぎるわ。じゃあ僕が毒味をしてあげよう。確かこうして醤油につけて一口で食べるのが作法だったね。ああ、そんなにつけたら。塩辛い。水を。ほら、水。びっくりした。やっぱり美味しくないんじゃない。醤油つけすぎなんだって。手本を見せるから真似してみてくれ。うわ、うまっ。この味だ。そんな少しでいいなら先に言ってくれないかな。あんた泣きそうじゃない。涙が出るほど美味しいわけ？きっと故郷の味だからですよね。
1年も経ってないのに、すごく懐かしい気がしてさ。ヤクモさんも食べてください。いただこう。どうですか？うまい。懐かしくて、それでいて今までで一番。ヤクモさんがそんな食べ方してると美味しそうに見えるわね。ルーさん、私たちも食べてみましょやっぱり変な味で生の食感は気持ち悪いけど、思ったより悪くないわね。どっちだよ。う。とっても美味しいです。文化の違う国の料理というのは興味深いですね。うん。僕たちとは違う繊細な味覚で構成されている。料理は土地の性格を表すとも取れるね。みんなが喜んでくれて嬉しいよ。ヤクモさん、なんでずっと黙ってるの？泣いてんの？そういうわけではない。うまいぞ、とは。そっか。よかった。ヤクモさんが食欲ないならもらい。僕もいただくよ。それは私の分だぞ。とは、ヤクモさん。今日はありがとう。私のわがままに付き合ってくれて。俺も食べたかったですし、満足できました？大満足だ。あれは、焼き魚や干物でもうまかったろうな。だと思って、少し干しておきました。おー！さすがとは。気が利くな。やはり、食文化が似ているというのはやりやすい。食べている時も、同郷の友と食事している気分になれた。確かにそうですね。ヤクモさんと料理するのは楽しいし、なんだか安心します。食の好みが合うと、夫婦生活がうまくいくらしいぞ。またそういうこと言う。すまない。とわと話しているとは楽しくてな。まあ、それは俺も楽しいですけど。そういえば、私に命令することは決まったのか？え？ああ。本当にどんなことでもいいんだぞ。じゃあ、一つだけ。なんだ？たまにでいいから、また一緒に料理とか訓練しませんか？ほら、やっぱり俺とヤクモさんは近しい感じするし、ヤクモさんと一緒にいるのって楽しいから。なんだ、キスくらいならしてやってもよかったんだが。キス？なんてな。冗談だ。からかわないでくださいよ。私は好きだぞ。とわのそういう優しいところが。また冗談言う。これは冗談じゃないんだがな。まあ、それもとわらしさか。ん？どういうこと？なんでもない。これからもよろしく頼む。私の食生活は、とわにかかってるからな。俺に頼りきりなの？とわ、次はそばが食べたいな。はいはい。わかりましたよ。そば粉をどうやって代用するかな。そばの実なら、私が持ってきた種の中にあったと思う。作るか？何年計画ですか、それ。おお。
や、とは。カミュ？そこのお茶、勝手に入れさせてもらったよ。いいけど、どうしたんだ？うん。君、今暇かい？今？まあ、特に予定はないけど。よかった。ちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。手伝ってほしいこと？何か依頼でも？うん。面倒事があってね。いいよ。俺は神の助手なんだから。そんな約束もしていたっけ？でも、君が帰る方法、ちゃんと調べられてないね。あはは。まあ。君のことは、時々図書館で、あれこれ調べたりするんだけどね。今のところ、手がかりがなくて。まあいいさ。それで、手伝ってほしいのはどんな依頼なんだ？ああ、ペットを探してほしいっていう依頼だよ。ペット探し？神もそういう依頼受けるんだな。結構特殊なペットらしくてね。依頼料もかなりのものだよ。どんなペットなんだろう。人手が多い方が楽だし、腕の立つ人を連れてこいという要望なんだ。腕の立つ？依頼が来たのは手紙でね。真意がよくわかってない。だからまず依頼主に会いに行こうと思う。荒ごとになったら頼りにしているよ。どうは？任しといてよ。じゃ、早速行ってみよう。こんな森の中に依頼人の家があるの？うん。ほら、見えてきた。あそこだ。へえ、大きな邸宅だ。相手は金持ちなんだな。僕はこれでも有名な探偵だからね。富豪からの依頼も多いんだよ。マロちゃん、いないわね。あら、もしかして、ホームズ様かしら？ほら、早速依頼主が来たよ。あ、本当にホームズ様がいらっしゃってくださいましたわ。どうも。思ったより若い殿方でしたのね。お連れの方もようこそいらっしゃいました。ホームズ様のお手伝い、よろしくお願いしますわ。どうされました？ホームズ様？カミュ・ホームズは、そっちですね。あらまあ。申し訳ありません。私、世情に乏しいもので、まさかホームズ様が女性だとも知らず。いや、大丈夫ですから。な、カミュ。本当に申し訳ないです。あはは、拗ねてるふりですよ。それで、依頼というのは？そうでしたわ。私、依頼したベローラと申します。娘の大切なペットのマロちゃんがいなくなってしまったのです。娘とは大の仲良しで、いつも森で遊んでいたのですが、ある日突然いなくなってしまって。立ち話もなんですから、さ、家にお入りください。いや、ここで構わないよ。そのペットの種類は？それが、裏手の菜園に倒れているのを見つけた子なので、詳しい種類はさっぱり。なら、どういう特徴か教えてくれないかな。そうですね。目がクリクリして、トサカがあって、黒い羽を広げて走り回るのが癖ですね。羽ってことは、鳥なのか？大きな目にトサカ、黒の翼。何種類か心当たりはあるね。とても大きいので、自宅ではなくこの私有地の森に放し飼いにしていたのです。私たち家族が来ると駆け寄ってきたのですが。
ある日から私たちが森に行っても姿を見せなくなってしまって。ありがとう。探してみるよ。お願いいたします。ところで、奥さんの娘さんは今どこに？夫と一緒にセンターラウンドへ遊びに行っておりますわ。何か特徴は？それでしたら以前撮った写真がありますの。こちらが娘の姿ですが。娘さんの今日の格好は？写真と同じものですわ。随分お気に入りなようで。そっか。じゃあこれ借りてもいいかな？ええ、構いませんが。だいたい聞きたいことは聞けたよ。ありがとう。なぜ娘のことを？何かのきっかけで役に立つこともあるかもしれない。探偵は少しの手がかりも見逃してはいけないからね。まあ、そうでしたのね。さすが高名な探偵様ですわ。神なら必ず見つけ出しますから、安心してください。よろしくお願いいたしますわ。よし。じゃあ、ペットのペロちゃんだっけ？探しに行きますか。マロちゃんだよ。それに森には行かないよ。でも、さっき森の中でいなくなったって。何の手がかりもなく入るにしては森は広すぎる。見つけるのに何日かかると思う？確かに。それにほら、見てごらん。この靴跡はあの家族のものじゃない。スパイクの跡がある。足跡の大きさからして大柄な男性。人数は4人。それにあそこには枝を払った痕跡がある。つまりここ数日中に山に入るための本格的な装備をした複数人の男性が森に入ったということだ。なるほど。本格的な装備をしたチーム。でも、それがペット探しと関係あるのか？どうだろうね。僕の直感では先に探すべきはペットの方じゃない。町に戻ろうか。何、ちょっとした情報収集さ。しっかりついてきてよ、ジョシュ君。ほら、噴水だぞ。大きいな。どうした？楽しくないか？パパと遊ぶの久しぶりだろう。マロちゃんいないから。マロちゃんはきっとお友達のところに帰ったんだよ。でもマロちゃんすっごく仲良しだったのに、どうしていなくなっちゃったのかな。ねえ、森に行ってみちゃダメ？私が行けばマロちゃんも来てくれないかな。それは。その話もう少し詳しく聞かせてもらえるかな。どなたですか？探偵だよ。君たちに雇われた。探偵さん？ああ、例の。なぜここにいるんですか？その子に話を聞きたくてね。少し二人だけで話してもいいかな。二人ですか？いえ、しかし。聞かれちゃまずい情報でもあるのかな。そういうわけでは。わかりました。では私はこの子におやつでも買ってきますので。すいません、ちょっと話聞くだけですから。はい、それでは。ねえねえ、お姉ちゃん本当に探偵さんなの？そうだよ。僕が名探偵ホームズさ。じゃあマロちゃんも見つけられる？もちろん。僕たちが聞きたいことにちゃんと答えられたら
すぐに見つかるよ。わかった聞いていいよ。とは、今回は僕が手本を見せるから聞いててごらん。今回？うん。後で君の推理に聞かせてもらうからね。神が分かっているなら別にいいんじゃないのか？君も助手なんだからちゃんと活躍してもらわないとね。そうだった。じゃ、順番に行くね。君のパパとママのお仕事は？ママはお家にいるよ。パパはね、貿易って言ってたよ。お船に乗って外国に行くんだって。貿易会社なんだ。立派だね。それであの焼けた肌なんだ。じゃ、次の質問ね。何？君のご両親はマロちゃんと仲良しかな？最近はあんまり。そうなのか？マロちゃんが大きくなるまではお父さんもお母さんも仲良しだったんだけど、お母さんが本で見たんだって。マロちゃんは危ないって。なんだっけ、アギューネ、猿とリス？だからマロちゃんがいなくなる前もあんまり森に行かなくなって。なるほど。重要な情報だ。じゃ、次の質問だ。マロちゃんとはいつもどうやって会ってたのかな？合図のようなものがあるのかな？合図？私が森の泉に行くとね、すぐ駆けつけてくれるの。必ずかい？来てくれないこともあるけど。匂いか。いや、今着ているその服、お気に入りのようだね。これ着ているといっつもマロちゃんがすっごくグリグリしてきて、すぐ汚れちゃうの。洗濯が大変ってママが怒るけど、別の服で行くとあんまり会えないの。なるほど。じゃ、最後の質問ね。いいよ。君がマロちゃんがいなくなったと知ったのは君のご両親から聞いたから。違うかな？そうだよ。マロちゃんがいなくなったと聞いてから君は森に行っていない。そうだね。やはり。ありがとう。いやー、お待たせしました。大通りは人が多くて。今終わったところだよ。有意義な話が聞けた。そうですか。そろそろ行こう。とは。ありがとうございました。お姉ちゃんたち、頑張ってね。任せて。必ず見つけるよ。またね。どうかな。とわにもこの依頼の全貌が見えてきたかな。いや、まだ全然。僕の推理が合っているなら、この依頼はただのペット捜索なんかじゃない。で、今度はどこに向かってるんだ？僕の勘が正しければ、これから会う人物の話を聞けば今回の依頼事情がわかるはずさ。そうなのか？さて、ジョシュ君。そろそろ君にも頑張ってもらおうかな。これから僕たちが誰と会うか、当てられるかな？漁師とか？それは、なぜだい？ほら、森に靴跡があっただろ？本格的な装備とかなんとか言ってた。森に入る本格的な仕事と言ったら、
漁師なのかなと。いい推理だ。その漁師に会いに行くのか？どうやって？さあ、行くよ。まだまだ君には仕事をしてもらうから、覚悟しててね。この中から漁師を探すのか？うん。頼んだよ、ジョシュ君。僕は、そこのカフェにいるから。探すの俺だけ？これも勉強さ。じゃあ任せたよ。何事も経験か。手当たり次第話を聞いて回ろう。すいません。ご職業についてお聞きしてもいいですか？ありがとうございました。この店は、なかなか美味しかったね。豆の入り方が絶妙だ。夜に飲んだら寝れなくなっちゃいそうだけど。で、とはわっと。ああ、仕立て屋でしたか。ありがとうございます。見つからない。これは不毛すぎる。ま、最初はあんなものだろうね。もう20人くらいに話しかけてるけど、全然見つからない。とは、お疲れ様。ようやく目が覚めてきたよ。カミュだけ優雅だな。トアがあたふたしてるところ、窓際でコーヒー飲みながら見るのは、なかなかオツだったね。どういうくつろぎ方だよ。これも仕事の一環さ。そうだな。あっちに座っている、こわもての人に話しかけてみるといい。どういうこいいから、聞いてみなよ。すみません。ご職業についてお聞きしたいのですが。ああ？俺の職業だろ？俺が何をしていようと勝手だろうが。そうなんですけど、もしかして漁師だったりしません？ほう。兄ちゃんなかなか鋭いじゃねえか。ベローラさんのところの森に入ったのは、あなた、だよね。ベローラ？誰のことだ？東の森の所有者さ。東の森？ああ。猛獣を駆除してくれって依頼が来た、あの森か。駆除？それは、誰から依頼が来たのかな？知らねえ。ギルドを通さず、手紙で直接依頼が来たからな。依頼主がどこの誰なのかも知らねえよ。そんな怪しい依頼、よく引き受けましたね。報酬が良かったんでな。前金に8000本。成功報酬で42000本。42000？こっちとしては払うもん払ってもらえば関係ないんでな。チームを組んで何日も張って猛獣を探したんだが、その猛獣とやらは全く見つからねえ。それによ、こいつを見つけたんだよ。これはコカトリスの羽。ビンゴだね。なあ、この国にはいないはずだが、もしかしたらって仲間の一人が怯え出してさ。こっちとらまかり間違って石にでもされたらたまったもんじゃない。だから途中で断ったのさ。この羽はどこで見つけたの？森の泉のあたりだな。うん。なんだよ、じっと見て。ごめん。お前たちも猛獣駆除の依頼を受けたのならやめておいた方がいいと思うぜ。ありがとう。有益な情報を収集できたよ。
なあ、聞きたいんだけど、なんだい？なんであの人が漁師だって分かったんだよ。ふふん。いいかい？彼の利き腕や顔に小さな傷がいくつかあったのに気づいたかい？あれは森で枝を払った時に切ったものと、そして弓をつがえた時に鶴でできた古傷だよ。そんなことまで一瞬で。なんてね。本当は最初から分かっていたのさ。最初から？僕が何の準備もなく、ただ依頼主に会ったと思っていたのかい？依頼の話を聞く前に、その近辺で起きた出来事は調査済みだってこと。漁師が数日あの森にいたのも把握していて、その漁師が誰かってことも、事前の下調べも大事な探偵の仕事さ、ジョシュ君。ちょっと待って。じゃあ俺が聞き込みをしたのは何のためだ？意味ならあったさ。君があたふたするのを眺めながらコーヒーが飲めた。さて、いよいよコカトリスの捜索に行くわけだけど、トアだったらまず何をする？服買うのか？うん。鋭いね。なんでわかったんだい？娘さんに服の話を聞いてたから、なんとなく。正解だよ。分かってきてるじゃないか。マロちゃんを探すヒントは娘さんの服にある気がする。服の色なのか形状なのかはわからないけど、試してみる価値はあるね。森の中で同じ格好をした女の子がいたら出てくるかもしれない。問題は僕にあんな可愛い格好が似合うかという点だけど。あはは、似合うと思うよ。可愛い格好。なんか睨まれてる？君って時々無意識にそういうこと言うよね。買ってくる。うん。ここだね。じゃあ作戦開始だ。着替えるから向こう向いてて。ここで着替えるの？当たり前だろ。この姿じゃ出てこないかもしれないし。そうじゃなくて、なんで着てこなかったんだよ。汚したらもったいないじゃないか。乙女！乙女ってなんだよ。僕だって女の子なんだからね。やっぱり僕には似合わないんじゃないかな。十分似合ってるって。笑顔笑顔。慣れてないんだよ。我ながらバカな作戦かもしれないとさえ思ってるね。暗いな。カーミュ。楽しそうに遊んでないとマロちゃんも来ないぞ。やったな。お返し。鼻に入った。僕をからかった罰だよ。じゃあさらにお返しだ。服にかかっちゃったじゃないか。水かけあったらそういうこと。どうしたの？いや、濡れた服が張り付いてて透けちゃってます。うわっ、バカ見るな。トアのせいだからね。ごめん。
からこんなことに。あ、こっち見るなってば。君は何とも思ってないかもしれないけど、僕は恥ずかしいんだ。いや、そうじゃなくて。マロちゃん？とは、出番だ。あら、お戻りになられたのですね。うん。1日かかっちゃったけどね。それで、マロちゃんは、それが、見つけられませんでしたか？奥さん、いくつか確認しておきたいことがあるんだけど、いいかな？はい。何でしょうか？それは、この女子くんがお答えするよ。この大事な局面で俺？さあ女子くん、ここからが調査の集大成だよ。今日集めた情報を思い浮かべるんだ。まずペットのマロちゃんのことを確認しようか。マロちゃんはマロちゃんの正体が判明しました。マロちゃんはコカトリスです。その反応だと奥さん知っていたね。それはコカトリス、学名はアギュッサネロ・サエルトリュス。アギュネ大型の鳥獣で基本的には単独行動、深い森や洞穴を好む、非常に警戒心が強く、人前に姿を現した例はめったにない。ただ不思議だね。コカトリスはこの国内では生息していないはずだ。でもマロちゃんはここにいる。なんでだろう、ジョシュ君。それは密輸されたからだ。あなたの夫は貿易会社に勤めている。おそらくそのつながりだね。他国から密輸したコカトリスをペットのマロちゃんとして森で放し飼いにした。しかしある日を境に森に行ってもマロちゃんは現れなくなった。そしてあなたは娘のためにマロちゃんの捜索依頼を僕に出した。だけどここに嘘があった。そんな嘘なんて。ジョシュ君、それはどんな嘘かな？ベローラさんの嘘。それはマロちゃんはいなくなっていない。そう。それがあなたが僕と娘さんについた嘘。マロちゃんを見つけるだけなら娘さんに例のワンピースを着させて森の泉に行けばいいだけ。でもそれじゃダメだった。娘さんに知られないようにマロちゃんを探し出す必要があった。だから僕に依頼した。なんで私がそんな嘘をついてまで探偵を雇う必要があるんですか？その理由のヒントが森の入り口の足跡にある。足跡？あの足跡は漁師のものだった。そして僕らは町でその漁師と会った。漁師は猛獣駆除の依頼を受けたそうだ。
しかし、依頼人の正体は知らなかった。でも、今までの推理から導き出される依頼人は、一人しかいない。ベローラさんですね。どうしてそんな。あの森は、あなたの私有地と言っていた。他の人が森に入ることは滅多にない。つまり、あの森に猛獣がいると知っているのは、あなた方家族しかいない。マロちゃんは、私たちにとって家族ですわ。どうして私たちがマロちゃんを殺さなくてはいけないのですか？ベローラさんがマロちゃんを殺そうとした理由、それはそっか、娘さんのことを心配したんだな。そう。マロちゃんと常に付き添っていたのは娘さんだ。おそらく奥さんは最初は本当に知らなかったんだろう。夫が連れてきた動物がコカトリスだなんて。しかし、マロちゃんが大きくなるにつれ、疑問を抱くようになった。奥さんは本で調べて、マロちゃんがコカトリスと呼ばれる猛獣であることを知った。その日から、奥さんにとってマロちゃんは、家族から、いつ娘を襲うかわからない猛獣に変わった。そして漁師を雇い、娘さんに知られないうちに、マロちゃんを闇に葬ろうとした。しかし、めったに人前へ姿を現さないコカトリスを、漁師が探し出すのは無理だった。そこで奥さんは、探偵である僕に、ペットを探してほしいと依頼したんだ。当然、密輸した動物を探してくれ、なんて依頼はできない。菜園で拾った子だから、種類は知らないということにした。この国に生息していない猛獣のことなんて知らないだろうと思っていたのかもしれないけど、それぐらいの知識なら漁師は愚か、探偵だって知っている。そして捕まえてきたマロちゃんを自分たちで。その通りですわ。マロちゃんは貿易商だった夫が密輸入したものです。小さくて可愛くて娘のペットにと軽い気持ちで持ち込んだのですが、みるみるうちに大きくなってしまって。でもマロちゃんが家族の一員だという気持ちは変わりありませんでした。しかしマロちゃんがコカトリスと呼ばれる石化能力がある獰猛な獣だと知って、このままでは誰かに危害を加え、取り返しのつかないことになるかもしれない。ましてや、いつも寄り添っていた娘が、いつか襲われるのではないかと気が気でありませんでした。だから、マロちゃんはいなくなったと、娘に言い聞かせました。子供のことだからすぐに忘れるだろう。そう思っていました。でもあの子はずっと、マロちゃんを気にかけていました。いつかあの子が、一人で森に行ってしまったら、そう思うと夜も眠れませんでした。それならいっそマロちゃんをあとはすべてホームズ様のおっしゃった通りですわ。申し訳ございませんでした。私たち娘を助けなければとどうかしていました。事情は分かったよ。でも僕もルールにのっとってやっている。マロちゃんは警察に引き渡したよ。もうすぐここに警察がやってくるだろう。密輸は擁護しきれないから、君の夫は職を失うことになるだろうけどね。そんな。あの子のためを思うなら、ちゃんと罪を償うんだ。はい。今日の依頼、どうだった？
ちょっと後味が悪かったかな。探偵の依頼なんて、8割は都合のいい事実を作りたい者による証拠作りだったりするのさ。僕も気づかず、協力させられた過去もある。じゃあ今回はどうして真実を暴いたんだ？探偵だし、依頼を達成すれば終わりのはずじゃ。別に、今回に限ったことじゃないんだけどね。そういう経験があってから、僕は違ったんだ。二度と、犯罪に利用されるような仕事はしないって。それが、神のポリシーなんだな。はあ、他に理由を挙げるとしたら、君がいたからかな。え？君の前でかっこ悪いところは見せられないじゃないか。神の助手はかっこ悪いとこ見せっぱなしだったけどな。そんなことない。今日のトアはちょっとはかっこよかったよ。そう？もう調子狂うな。とにかくありがとう、付き合ってくれて。勉強になった。神のためにもっと頑張らなきゃな。期待しているよ。依頼は終わったね。あの子に悪いことしちゃったな。気に病んでも仕方ないさ。必ず万事解決させられるなんて物語の中だけだからね。それはそうなんだろうけどな。君にはもう一つ教えてあげなければいけないことがあるね。教えること？優れた探偵に必要なもの。それは事件が解決した後のこともすべて推測するということさ。何これ？嘆願書。僕とトア、それからシェリーの名前も使わせてもらおう。森に保護区を作れるよう取り計らってもらうのさ。事実を引用し、でっち上げ、シェリーの仮名を利用してね。おそらく、マロちゃんを元の生息地に戻すのは難しいだろうからね。獰猛で石化能力のあるコカトリスじゃ難しいんじゃないのか？コカトリスはね、遭遇した相手をまっすぐ見つめる習性があり、それが石にするという噂の原因とされている。この国の文献じゃ猛獣に指定されてるけど、異国では希少で懐かないだけで獰猛な生物ではないんだ。つまりみんなが獰猛だと勘違いしていたってこと、わかったかな？知識は力だよ。やっぱりカミュにはかなわないな。助手に負けるわけにはいかないからね。かっこいいよカミュ。あんまり褒めないでくれるかな。慣れてないんだ。照れてるし。うるさいな。さっさとシェリーのところに行って署名してもらうよ。はいはい、お供しますよホームズ様。こんな反抗的な助手なんて見たことないよ。さて、邪魔をするぞ。クリスさん、どうしたんですか？お前に用があってきた。はあ、なんでしょう。まあ、なんだ。今日は暇だな。まあ、はい。では、デートをするぞ。デート？
おい、あまり大きい声を出すな。すいません。でも、デートに誘われるなんて思ってなくて。というか、クリスさんにそんな風に思われてたことすら。好き好んでではない。たまたま偶然。お前ならちょうどいいと思い至ったのだ。まさか、男なら誰でもいいんですか？違うと言ってるだろう。あまり大きくは言えないが、内定調査なんだ。ああ、そういう。察しがいいな。まあ、漫画とかでよくある展開だし。漫画？なんだそれは。あはは、なんでもない。とにかく、恋人のふりをしてほしいってことですよね。まあ、そうなるな。安心しろ。普段は一人だが、尾行や偵察は慣れているからな。失敗するようなヘマはしない。俺は慣れてないんだけどな。深く考えるな。お前は隣を歩くだけで十分だからな。まあ、やってみます。よろしく頼んだぞ。でもクリスさんって今は謹慎中とかじゃないんですか？そうだな。表だった騎士団の任務には参加できないが、私はもともと独断で諜報活動を行うことが許されている。騎士団の規律をもってしてもその活動は縛られないのだ。なんかすごいんですね、クリスさん。クリスさんはそうやって一人で諜報活動を続けているんですね。ゾロゾロと群れてやるような仕事でもないからな。まあ単に協調性がないだけかもしれないが、私自身一人の方がやりやすいからな。でも今回は俺と二人。何事にも例外はある。で、お前の都合はどうなんだ？大丈夫なのか？はい。そんな大事な仕事の邪魔にならないか心配ですが、手伝いますよ。そうか、悪いな。いえ、クリスさんには色々と。色々と、なんだ？色々としでかしたか？いえ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 。では、頼んだぞ。服装を変えた方が良かったかな。けど、これ以外服持ってないんだよな。何をぶつくさ言っているんだ、長井とは。クリスさん。待たせてしまったな。そんなことはないけど。なんだ、その目は。可愛い格好とかしないんですね。何を言い出すんだ。お前だって、いつも変な制服じゃないか。そんなに変かな。ところで、内定って言ってましたけど、どこの調査するんですか？清流騎士団だ。大きい声を上げるな。でも、自分の仲間を疑うなんて。知っての通り、先日の事件で、我々の王都不在は計画されたものだった。しかし我々も、王を守る組織。偽の情報に簡単に踊らされるはずがない。つまり、清流騎士団の中で、情報を確たるものだと思わせる人間がないと不可能なんだ。そうか。いろいろ大変なんですね。私たちが調査する相手だが、清流騎士団所属、小隊隊長のミッシェル・ローという男だ。小隊隊長。そもそも騎士団ってどれくらいの人がいるんですか？ざっと100人というところか。10人の小隊が10隊あり、それぞれに小隊隊長が置かれている。さらにいくつかの小隊をドラゴンクラスを持つ幹部が束ねている。幹部？クリスさんもそうなんですか？そうだな、幹部ではあるが、私は諜報部として独立した指揮系統に属する。部下も上司もいない。なるほど。それでどうしてその人を尾行するのにカップルのふりをする必要が？本日市場の方でカップル限定の催しがあるらしい。ミッシェルはそこで何らかの取引を行うと思われる。なるほど。どうやってもそんな場所で一人でいると不自然だからな。それで俺を。わかりました。でしたら行きましょう。ここがカップルが集まるという市場か。
みんな腕組んで歩いてるし、なんか甘い雰囲気がすごいな。なんか俺たち浮いてませんか？そうかもしれないな。よし、今日だけでも服装を変えるぞ。え？あの店でいいか？いらっしゃい。あら、可愛いカップルさんね。私のお店に来るなんてお目が高いわ。カップル？あら、違うのかしらん。ない。そうだ、カップルだ。クリスさん、自分で頼んでおいて。ウブで恥ずかしがりの彼女さんなのね。こうでないとしがいがあるわよ。けどまずは彼氏くんの意見を聞きましょうか。こいつに選ばせるというのか？いいカップルになるにはまずお互いの好みを知ること。二人で何か選ぶというのは仲良くなる第一歩よ。ただし流されて自分を見失うのはダメよ。仕方ない。これも任務のためだ。好きなものを選べとは。けど俺、女の子の服なんて。フィーリングよ。あなたがこの子に着せたい服を欲望のままに選びなさい。どの服がいいか。この服とかどうですか？わお、あなたやるわね。悪くないデザインだが、フリフリしすぎているのが気になる。私には似合わない気が。クリスさんが来たら絶対可愛いと思ったんだけどな。そうか。私が可愛い。グッジョブ。すまない。この服をくれないか？はーい。じゃあこれに合わせてこれとこれとこれ合わせちゃいましょうか。ああ、よくわからないが頼む。では試着してご案内。どんな風になるんだろう。ありがとうございました。すまない。着るのに手間取った。いや、全然。なんだ、何か言いたいのか？すごく似合ってます。まちまちと見るな。任務を忘れるな。はい。もっと向こうの人混みに行かねばならないからな。行くぞとは。はい。とは、こっちだ。うわっ！ねえねえ、今度はどこ行こっか。なんですか急に。なんで冷めた反応で返すんだ。私がバカみたいだろ。だっていつものクリスさんじゃなくて。溶け込む演技に決まってるだろ。そうだったのか。ミッシェルを見つけたぞ。本当ですか？目を向けるな。気づかれる。トアも自然に恋人っぽいことをするんだ。俺だって恋人っぽいことなんて知らないんですけど。周囲に山ほどいるカップルの真似をしていればいい。私が標的を監視する。周囲ねえダーリン、今日もとっても楽しいね。ああ、ハニーと一緒ならいつでも幸せの絶頂さ。やだ
大好き。ターリンとハニーって。いや、この時代では普通なんだけど。何をブツブツ言っているんだ。あ、ごめん。ハニー？気恥ずかしい呼び方だな。言わないでください。余計恥ずかしくなります。監視役交代だ。今度はお前があいつの動向を探れ。動向って。ミッシェルさんってどの人ですか？見ろ、前方の男女。あのバカップルですか？そっちじゃない。あの身長の高い男だ。めちゃくちゃいい人そうですね。タイでの評判も悪い話は聞かないな。そんな人が内通者なんてことがあるんでしょうか？いかにも内通しそうな奴が内通するならこっちも苦労しないさ。あはは、それもそうですね。しまった、警戒されている。とはこっちを向け。演技をするぞ。ダーリンは私がお願い事聞いてあげるって言ったら何をしてほしい？ハニーの手料理が食べたいな。そんなのいつでもしてあげるよ。あ、バカップルだ。バカップルだ。余計目立ってますね。これは任務だ、これは任務だ、これは任務だ。恥ずかしすぎてクリスさん壊れた？もういい。とりあえずしつけ、私を隠せ。そんなにくっつかれたら胸が。ダーリン、私疲れちゃったな。私も疲れちゃったな。その誘い文句はダメですから。あれは何をしているんだろうどうしたの？な。いや、知り合いがいたような気がしてな。それよりそろそろ例のものを渡してくれてもいいんじゃない？そう焦らないでくれ。それよりこの後少し二人きりになれない？君に個人的な興味があるんだ。でも私たちは任務中で、こんなところ見つかったらあの人に怒られちゃう。大丈夫さ、うまくやれるよ。大切なやりとりもその時に。くそ、やたらと疲れたぞ。全然紛れられなかったな。慌ててる間にミッシェルさん見失っちゃったし。なぜだ、あんなにも完璧に真似したのに。あはは、真似する相手を間違えましたね。経験のない私たちではうまくできなかったか。っていうか、いつの間に着替えたんですか？あんな可愛すぎる服はいつまでも着ていられないからな。私にはやはりこちらが性に合う。そっか。可愛かったからもっと見てたかったけど。何を言うんだお前は。すまない。協力を頼んでおいたのに生かすことができなかった。いや、それはこっちのセリフで。あれ？どうした？あそこにいるのミッシェルさんじゃ？誰かを待っているみたいだけど。隠れるぞ。はい。いや、来た来た。どうした？予定と違うじゃないか。あの女に持たせろと言っておいたはずだが、なぜお前が直接出向いている？いや、いろいろあってね。詳しくは後でお仲間から聞いてよ。さてと、これが城内警備に回る騎士団の配置図だ。なるほど。確かに。いただこう。あんたらも懲りないね。また何か企ててるのかい？当然だ。我らハンニバルは最後まで戦う。ハンニバルだと？これさえあれば今度こそ成功する。そう、それはよかった。許せん、ミッシェル。テロリストと組みするとは。クリスさん？ミッシェル・ロー、これまでだ。なんだあの女。清流騎士団諜報部、クリス・レイだ。騎士団だと？
おいお前、つけられていたのか。ああ、クリスさん、やっぱり来てたんですね。こっちこっち。なんだと？おい、どういうことだこれは。どういうことも何も、おとり捜査ですよ。おとり捜査？こちらの情報を得たがっているハンニバルの男がいるというので、誘いに乗っておびき出そうと思いまして。お前！なぜお前がそんなことを？なぜって、クリスさんはよくやってることじゃないですか。クリスさんの真似をして僕もやってみようかなって。なかなかのものでしょ。いつも一人で大変そうなクリスさんの力になりたかったんですよ。ちなみに女の方は騎士団に引き渡しておきましたから。何？バカな女だ。任務中だというのに個人的な用事に付き合ってほしいと言ったらホイホイとついてきましたよ。まったく女というのは愚かな。ああ、いや、クリスさんは別ですよ。ということでクリスさん、この男を捕らえれば任務完了です。そうだな。一緒に来てもらおうか。お疲れ様でした。ああ、俺なんていりませんよ。それより僕もなかなかでしょう。今度僕と組みませんか？クリスさんもいつも一人じゃなかなか大変でしょう。釈明はそれだけか？釈明？ミッシェル・ロー小隊長！はい！誰の許可を得て機密を持ち出し、おとり捜査などしている？いや、それは僕の判断で。奴らに接触するチャンスがあったもので。それを誰の許可を得てやったのかと聞いている。それは誰も。後で報告しようと。隊員が独断で機密を持ち出し、おとり捜査などを行うことが許されると思うか？でもクリスさんは。そうだ。私は諜報部として臨機応変に事態に対処するため唯一独断での行動が許されている。だがお前は違う。いかなる任務についても直属の上司の指示を仰ぐ必要がある。でも僕はこうしてテロリストをおびき出して二人も。規律違反は規律違反だ。自宅に謹慎して沙汰を待つがいい。そんな。ただ僕は。やれやれ。疲れる一日だった。しかし一体何のつもりだったんだあの男は。あんな越権行為に走る奴だったとは。手柄を立てて出世したかったのか？いや、どうでしょう。純粋にクリスさんの助けがしたかったんだと思いますよ。私の助け？見ているとあの人クリスさんを尊敬しているみたいでしたし。ミッシェルさんが言ってたことも一理あると思うんですよね。なんだと？ほら、今回みたいに手伝いがいる時だってあるかもしれませんよ。それを言われると痛いが、そもそもなぜ私はお前に頼み事なぞ。俺に聞かないでください。自分で頼んだんでしょ。しかし結局内通者は見つからなかったか？そうですね。クリスさんは調査し続けるんですか？ああ、それが私の仕事だ。それよりこんな時間まで付き合わせてしまってすまなかった。ああ、それは全然。力になれたし、デートも不利だったけど楽しかったです。楽しかったのか？ああ、ごめんなさい。クリスさんは任務だから楽しいとかじゃなかったですよね。私はただ任務をこなしていただけだ。そうですか。だが男と二人で出かけるというのは初めてだったからな。楽しかったと思う。本当ですか？勘違いするな。お前とだからというのではなく、新しい経験としてだな。クリスさん、顔が真っ赤だ。やめろ、覗き込むな。
またどこか行きませんか？今度は普通に遊びましょうよ。暇があればな。私は常に忙しいから、いつになるか。わかりました。楽しみにしてますね。なぜにやけているんだ長井とは。やめろ、微笑ましいという顔をするな。うんうん。シェリー？いや、シェリーはこれから忙しくなるから、こっちのことはいいよ。何の話ですか？何の話だろ聞いてください。王宮から招待されたんです。う。王宮から招待？なんでも今度盛大なパーティーが開かれるらしくて、日々の活躍をたたえラインスタッド自警団一同を招待いたしますですって。やりましたね。一体何のパーティーなのいきなり。王様が暗殺されたとかで王宮ってゴタゴタしてるんでしょ。その証拠に以前の騒ぎでもだんまり決め込んでてろくに機能してなかったじゃない。もうすぐ新たな王様が立つらしいです。新たな王って？王位継承第1位レオン・レインフォルス王子が後を継がれるとか。今度行われるパーティーは一定の爵位を持った貴族を集めて行われる王位継承にあたっての挨拶みたいなものですね。王子ね。まあグラムやソウルドラゴンの時の対応を見る限りふ抜けたやつなんでしょうね。結局王宮に引きこもって動こうとしなかったもんね。前の王のギルバート王は英傑と言われたけど、まあその子供がふぬけっていうのはまあまああることよね。一丁ふぬけ面を見に行こうじゃないの。いいけど、今みたいなセリフを本人の目の前で言うのは勘弁してよ。そのまま打ち首になりたくない。あれが王宮。シェリー・ラインスタッドです。どれ？ここはすごい。さすが王族って感じね。ああ、お前たちも来ていたのか。グレンさん？招待されたんですか？いや、俺は警備の指揮を取っているだけだ。会場内を巡回している。それはお勤めご苦労様です。たく、うまそうなごちそうを目の前にして仕事をするしかないとはな。ああ、じゃあな。お前らがラインスタッドか。はい。何この偉そうな男。ちょっとルーさん、この人は。レオン・レインフォルスだ。偉そうで悪かったな。じゃあこいつがふぬけを。何するのよ、いきなり口を塞いで。それはこっちのセリフだよ。ソウルドラゴンの復活を阻止したというじゃないか。大義だったな。ありがとうございます。なんでしょう。いや、なんでもない。ラインスタッドの娘かと思ってな。その説はどうも。まあいろいろあるが、
奴についてはまだ容疑の段階だ。お前をどうこうするつもりはない。今日はその辺のことは忘れて楽しんでいけ。お前、なんでお前がこんなところに。どうも。でも、王子って。驚いたか。レオン・レインフォルス、正当なる第一王位継承者だ。あんたが。お前もラインスタッドの一味だったとはな。それは面白い偶然だ。ま、今日は楽しんでいってくれ。じゃあな。いや、こんなところで会うなんてね。ノイマンさんも来てたんですね。まあね、立場上顔は出したけど、あまり長居したくないんだよね。なぜだ？食事うまいぞ。俺って結構越権行為が多いからね。王宮の官僚に睨まれていて、居心地悪い。結構ロックなんですね。そうだよ。見た目通りロックなんだ。知らなかった？でもまあ、居心地悪いという点では俺よりも君たちかもしれない。そうだな。さっきから視線が刺さっているというか。そうだったんですか。全然気づきませんでした。あんた鈍すぎ。主にあんたに対する視線なのに。ひそひそと僕らの話をしているみたいだよ。王宮の官僚だろうね。官僚というと。実質この国を動かしている者たちさ。彼らは貴族とは違って爵位は関係ない。ただ魔術の素養と知識によって試験を突破して王宮に取り入って王の周囲で政治を司っている。シェリーも町じゃ一定の信頼を勝ち取ったけど、王宮じゃそうはいかないみたいね。何せシェリーは主である王様を手にかけた憎き男の娘ってことになってるんだから。何も起こらないといいが。私は納得いきませんな、王子。なんだ。なぜラインスタッドの者がこのような大事な催しに招かれているのですか？ラインスタッドは先日王都を救ったヒーローだぞ。当然だろう。確かに都市の自警団が団結してソウルドラゴンを打ち倒しました。その折あの小娘どもも居合わせたかもしれません。しかし何といってもあの娘の父親ウェイン・ラインスタッドはお父上を手にかけた重犯罪人ですぞ。あの麗しき大いなる我らがギルバート王の仇ですぞ。皆もいいのか、このような悪人どもを神聖なる王宮へ上がらせて。なんなのあいつは。公勉強だね。彼の家は王宮の官僚に多額の賄賂を渡して引き立ててもらっているという。自警団の権利は持っているもののギルドに顔を出したことはない。ここで君を叩いてみせることによって官僚たちにすり寄っているんじゃないかな。そうと決まったわけではない。本人は消えたままだしな。何を言いますレオン王子。あなたが自ら目撃したのじゃないですか。すいません。俺はラインスタッドが手にかける瞬間を見たわけじゃないからな。ま、状況を考えれば奴以外にないのだろうが。王ですとも。体温ある王様を手にかけた反逆者の娘など許してはおけません。ああ、そうだな。よく言った。では俺の権限で許可しよう。力ずくでニック機ラインスタッドを追い出してみるがよい。お前自身の手でお前の正しさを証明しろ。その代わり負けたらお前は爵位を剥奪だ。なんですと。待ってください。何もそんな。やれ。やらないとこの場で首をはねる。マジなの？シェリー・ラインスタッド、お前も剣を持て。
そんな。こいつはお前を疑っている。お前の父が潔白だと言うなら、その件で疑惑を叩き切ってみろ。やめてください。この人を倒しても、そんなことをしても疑惑は晴れません。そんなことをしても、それがお前たちがしてきたことじゃないのか？お前たちは戦って勝って己の信頼を回復してきたんだろう。だったら今ここでそれをやれ。もう降参してください。ダメなんだ。私の家族と家臣の命運がかかっているんだ。死んでくれ、頼む、死んでくれ、ライスタッド。そんな。なぜ戦わない？あのままじゃ切られてたぞ。お父さん、同じなんです。あの人にも守るべき家があります。家族のあの人が私みたいになるなんてダメです。シェリー、でもだからといってやめてください。無様だな、公園卿。王子、先ほどのお話は冗談ですよね。ああ、そんなわけがないだろう。お前の爵位は剥奪だ。王子、私の家族や家来はどうしたらいいのですか？知らん。揃って物乞いにでもなれ。そんな。ウジ虫は死ね。おい、そいつを外に放り出しておけ。王子、離せ、離せ。私を誰だと思っている？誰だと思っている？さて皆の者、少々騒がしくしてしまったな。引き続き楽しんでいってくれ。もうすぐ俺は継承の儀式を執り行い、正式に王位につく。そこで少々面白い発表を行うことになっている。今日のところは楽しんでいってくれ。一体何をしに行ったのやら。後味が悪いな。なあシェリー、お父さんが王様を暗殺したっていうその時の状況を教えてくれ。はい。もちろん私も人づてに聞いた話でしかないんですが、お父様は貴族として近衛兵の役を担っていました。近衛兵？王様の一番近くで護衛する役目です。ある夜、王様が何者かに襲われ暗殺されました。血を流す王様。その傍らにはお父様が立っていたと言います。それをレオン王子が目撃。お父様は抵抗してそのまま逃走。なるほど。あの王子が言ってたけど、シェリーのお父さんが手にかけた瞬間を見たわけじゃないのよね。そうみたいです。ただ状況から考えて
お父様しかいないということになりますが。実際抵抗して逃走してるわけだしね。レオン王子が最初に発見。そしてシェリーのお父さんは逃走。じゃあこういうこともあり得るってことだよね。実際にギルバート王を手にかけたのはレオン王子で、シェリーのお父さんは居合わせていただけ。めったなことを言ってはいけませんよ。家庭の話さ。だとしたら辻褄が合うんだ。どうしてシェリーのお父さんが姿を見せないかという謎に。相手が王子となったらホイホイ姿を見せて潔白を主張しても太刀打ちできない。機会を伺うしかないだろう。あるいはシェリーには悪いけど、お父さんはすでに手にかかっていて口封じをされているということもある。家庭の話だよ。あのレオン王子って何者なの？ソウルドラゴンの時といい、無能な鼻垂れと思ったら案外食わせ者っぽいし、なんかふてぶてしいわ。仮に王様があの王子によってどうかされたのだとしたら、とんでもない野心家ってことになるわね。でも動機は何だろう。さあ、早く王様になりたいとか？ギルバート王は病気がちで上位を検討していたというじゃないか。放っておけばそのうち王位は手に入る。わざわざ危険を冒す必要があるとは思えないよ。じゃああれよ、他の奴に王位を継がせようとしたとか。王様には他に子息がいません。第2位の王位継承者は確かだいぶ離れた親戚になります。そちらに王位を譲ろうとするとはとても思えません。全くその通りだ。家庭の話をしたものの彼が犯人とは考えづらいね。だが、もしもあの王子が黒幕だったとしたら、1週間後、彼は正式に王位に就くとか、彼は王都のあらゆる権力を手中に収めることになる。その時、彼はこのラインスタッド家に対してどういう行動に出るのだろう。自らの罪をかぶせた形になっている。ラインスタッド家に対して。継承の儀の日取りが決まりました。これから20日後の飛龍の日に。そうか。して王子は継承の儀におかれまして何を発表なされるのでしょうか。ああ、そのことだが、新たな王として妃となるものを民に披露する。妃？お待ちください。勝手にそのようなことを決められては。めでたいことはまとめてしまった方がいいだろう。何かと暗い話題の続くこの国には良い話の種となるだろう。いや、しかし妃と。黙れ。俺が決めたことだ。一体どこの誰を。シェリー・ラインスタッド。